夫人、今日のお薬が届きました。こんなに苦い薬を何年も飲み続けてるのに、どうしてまだ子供が授からないの？もしかして将軍に問題があるんじゃない？あなたじゃなくて。将軍とご老母様は今日お屋敷にいらっしゃいません。どこへ行かれたのかもわかりません。夫人、大変です。先ほど知らせがありまして。将軍とご老母様が今日別邸へお出かけになり、生まれたばかりの男の子の3夜市内の園を開いていらっしゃると。その子は。言いなさい。将軍が外で囲っている女性が産んだ子だそうです。なんですって。この何森亭、火星亭め。よくも妾を囲い、子まで設けたわね。飲むもんか。もう飲まないわ。春蘭。私の長槍を持ってきなさい。長槍を持ってどうするんです？何森亭に詰め寄るのよ。ほらほら、見てごらん。あなたの息子さんはなんて可愛いこと。10年待ち望んで、ようやく我が何屋に跡継ぎができた。将軍、臨時ご出産おめでとうございます。跡継ぎができて何よりです。将軍、誠におめでとうございます。お言葉に甘えて、乾杯して共に喜びましょう。さあ。将軍、奥様はまだこのことをご存じないでしょう。今日このように大々的に宴を開けば、いずれ奥様の耳に入ります。奥様がご立腹になって、ご厄介をかけに来られるのでは。心配ない。子孫を残すことが第一だ。ご栄ご栄がどんなに理不尽に騒ごうと。我が何家の血筋を絶やさせはしない。息子よ、普段からあの娘を甘やかしすぎたのが悪い。だからあんなに横暴なんだ。10年も嫁いで子を産めない女は、とっくに離縁すべきだった。母上、あの娘は陳北大将軍の娘です。元をたどれば、彼女のと家の力添えがあってこそ、私が今日の地位につけたのです。当家の青年男子は海戦場で討ち死にした。大将軍府はもはや空っぽの屋敷同然。何を恐れることがある。もし我が大切な孫に危害を加えようものなら、あの女の皮を剥いでやる。ご老母様、どなたの皮をお剥きになるおつもりですか？ご栄。どうしてここに？ご栄。赤子に罪はない。彼に八つ当たりしないでくれ。どきなさい。当ご栄。10年も卵を産まない老いた面取りが、よくもまあ騒ぎに来たものだ。ひざまずけ。かつてあなたが私にあなたの息子への下嫁を懇願したとき、こんな顔じゃなかったでしょう。あなた方星は、私の父の前でした誓いを犬にでも食わせたのですか？ご栄、誓いは覚えている。もう妾は作らない。ただ子供が欲しいだけ。どうか、私を許してくれ。ゆっくり。見て、この子は本当におとなしい。名前は何爆頭にしよう。あなたのもとで育てよう。将来、あなたの面倒を見てくれる。私の子に触るな。姉上、どうか爆児を連れて行かないで、まだ小さくて母親が必要です。お願いします。マン娘、早く起きて、ここは冷たいから体に気をつけて。嫌です。姉上が承知しなければ、ずっとひざまずいたままです。ご栄、それなら。マン娘も一緒に将軍府に戻らせてはどうか。子供はまだ小さい、確かに実母が必要だ。彼女はどんな身分で将軍府に戻るのか。乳母として。ご栄、何を言っているんだ。マン娘は何と言っても幕治の実母だ。どうだろう。マン娘は我が何家に長孫を産んだ。功績は大きい、だから。兵祭にあげてはどうか。ありがとう、お姑さん。何森には。これもあなたの考えか。ご栄。たとえマン娘が兵祭になっても、あなたを超えることはない。あなたが正妻で、賢く寛大だ。
彼女たち母子の情を許してやれ。あなたの約束は本当に価値がなくなっていく。さっきまで妾はもう作らないと言っていたのに、あっという間に兵祭にあげるのか。私。マン娘、早く起きて、気をつけて。子供に気をつけて。姉上は子供を産めないから、当然理解できない。母親の気持ちを、妹は虚栄を貪っているわけではない。ましてや夫を奪おうとは思わない。ただ、どうしても我が子を手放せない。私はあなたと血縁はない。親戚付き合い早めよう。姉上が恨んでいる気持ちは理解できる。でも、あなたは10年も妊娠していない。これでは夫に後継ぎを絶やさせられない。私が息子を産んだとはいえ。手柄にしたつもりはない。ただ彼の成長を見守りたいだけ。彼が成人したら、私はそっと去る。どうか姉上、許してくれ。どう護衛。マン娘は何家に子孫をもたらした。お前は彼女をここまで恥ずかしめるとは、人を見る目がなかったわ。旦那様、うちのお嬢様が彼女を恥ずかしめたことなど一度もございません。明らかに彼女が先に蒸発してきたのです。無礼者。主人が話しているのに、下賤な下女が口を挟むとは。者ども、引きずり下ろせ。文婚20回だ。はい。誰がやれるものか。東護衛、お前は。毎日刀や槍を振り回して何様のつもりだ。息子よ。彼女の槍を没収し、ずれ戻してしっかりしつけ直せ。上領正しからず下領歪む。どうして妾を囲う勇気があるのかと思えば、立派な母親が後ろ盾になっているからか。よくも目上の者に手を挙げる気だ。何様のつもりだ。護衛。あなたの夫よ。この幹部、一体何をする気だ。奥様。非職に一言申し上げます。男なら誰だって三妻四妾を持つ者。自分で子を産めないくせに他人の入門を阻むとは。ひどすぎる。まったくだ。そうだよ。南西ってあなたもそう思うの。護衛、もう我がままはやめなさい。こんな些細なことで私たちの仲を壊すなんて。あなたにとってこれは些細なことなの。君以外ではマン娘だけと付き合った。途中探しても私ほどの良い男はいない。それで満足しろ。弟様、旦那様、弟様、旦那様、弟様。旦那様、なんて冷酷な方。妾は10年も小川に仕え。娘まで授かったのに、今更土間娘を側室に迎えようとして、妾を忘れるのですか10年？南西ってあなたは、彼女はあなたにどうだと言ったじゃない。どうして10年前から関係を持ち、娘まで産んだの。旦那様、エコひいきはできません。私も入門させてください。きっと男の子を産んでみせます。そうですよ、旦那様。私たちも入門させてください。あなたは、彼女は戦死した妹の兄弟の妹だと言ったじゃない。妹の面倒を見るって、どうしてベッドまで面倒を見るの？それに彼女は、戦友の未亡人よ。あなたったら、本当に人間失格ね。護衛、説明させてくれ。お前、この幹部。よくも。大勢の前で私を殴る気だ。離縁するぞ、覚えてろ。言っておくが、今日こそ全員を側室に迎える。お前が承知しようがしまいが、関係ない。将軍。とっくにそうすべきだった。奥様があまりに動揺をわきまえないから。甘やかすなんて絶対ダメだよね。絶対ダメだよ。とっくにそうすべきだった。甘やかしすぎてどうなってると思ってるの。家の直れだよ。それならば、離縁しましょう。何？離縁だって。そんなのありえないでしょ。そこまでする必要はないんじゃない？離縁証文はとっくに用意してある。あなたがサイン捺印すればいいだけ。天賦封印、頭がおかしいんじゃないの？あなたが不妊症だって、途中で知らない人なんていないわ。私以外はね。誰があなたを欲しがるっていうの？それはあなたの心配することじゃない。封印、そんなに冷たいの？少しも。10年の夫婦の情を顧みないの？これがあなたの言う10年の夫婦の絆？笑えるわ。私はずっと騙されていたのね。今日やっとあなたの正体が分かった。封印。天賦封印、この悪事を働くやつね。私の息子を離しなさい。これ以上騒ぐと彼を刺すわよ。H.E. シェンティン、もし男なら。離縁にサインしなさい。これからは私たちの縁は切れた。もう夫婦じゃない。誰とでも結婚したいなら、何人側室をめとりたいでも。誰もあなたに干渉しない。私、将軍、離れるなら離れろ、女鬼嫁。
未練なんてない。離れるなら離れろ。じゃあ離縁しよう。そうだね。どうせこの先もやっていけないし。ご主人様、キアオ ER が待ちきれません。7時が過ぎそうです。もういい。レングフーイング。わかってる。あなたは今、気が動転していて受け入れられないだけなんだ。わかった。あなたが心を入れ替える日を待つよ。父も兄も頼りにできないし。子供も産めない。数日も経てばわかるだろう。私から離れたら、どれだけ大変か。よこしなさい。順団、役所に届け出に行って。はい、お嬢様、さあ行きなさい。全く不吉だ。このババア、もうずっと我慢してたんだ。これ以上そういうことをするなら、今すぐ刺すかどうか試してみる？私が癇癪持ちだな。彼女、調子に乗ってる。私が怒る前に、彼女が先に横柄な態度を取るなんて。殿下、なぜ今日、伊縁将軍が、戦三の縁を開くことを、将軍夫人に漏らしたのですか？どう思う？小人。ちょっかいを出さないと、どうして離縁なんてするものか。偽りの愛しかない男に、こんなに長い間。飽きもせず。でも、将軍夫人は子もなく、夫の妾を許さない。伊縁将軍と離れたら、誰が相手にするんだ？この私が。おう、奥様、お帰りなさい。王の変額を外せ。え？何を、外せと言ったら外すんだ。一体誰の家の下女だ。でも、旦那様は。これからは旦那様はいない。あの人はいなくなった。え？みんな揃ったか？はい、お嬢様、揃いました。皆さん、私と伊縁将軍が離縁したことは、もうご存知でしょう。現在、私の名義にあるすべての事業は、何森邸とは一切関係ありません。各店舗に連絡して、今後、彼と何家の、衣食住の費用は一切供給しない。それに、彼と何の老婆のすべての持ち物を、一つ残らず梱包して、変額と一緒に、彼の城南の屋敷に届けなさい。お嬢様、ここは伊縁将軍府です。規則では、あなたが大将軍府に戻られるべきです。知らなかったな。いつここが伊縁将軍府になったんだ？ここは、私の父親が10年前に私に持たせた嫁入り道具だ。何？ 10 年住んだだけで、彼、何森邸のものになったのか？春王、お前、今年いくつだ？はい、お嬢様、小生今年42歳です。屋敷で20年働いて、お嬢様と一緒に嫁いできました。忘れっぽいのにも程がある。70、80かと思ったよ。よし。みんな早く動きなさい。日が暮れる前に、片付けるものはすべて梱包して、さっさと片付けなさい。伊縁将軍についていきたいものは、ご自由に。はい。お嬢様、春王はどうしたんです？さすがに追い込れたわけじゃないでしょうね。自分の主人が誰だか、わからなくなったのか。もう、残しておく必要もなさそうだ。さあ、これとこれ、全部きちんと包んでくれ。ああ。丁寧に、壊さないように。みんな、やめなさい。行け。大執事、これらはすべてお嬢様が用意されたもので、持っていけません。包めと言ったら包むんだ。お嬢様は形だけのこと。将軍を脅かしているだけだ。二人が本当に、真に離縁されたのですね。お伝えしますが、将軍を怒らせたら、後悔しても間に合いませんよ。私は何も、将軍がどうこうではなく、私はお嬢様に仕えています。お嬢様を守らなければなりません。これらの品々は持ち出してはいけません。春麗、あなたは下克上を企んでいるのですか？屋敷から追い出すかどうか、信じられますか？私を追い出す資格がどこにありますか？私の主人はお嬢様だけです。軽酒を飲まずに抜酒を飲むつもりですね。
やめなさい。お嬢様、どうしていらっしゃったのですか？ 2 番目の執事が言うことを聞きません。ちょっと懲らしめてやります。お嬢様、私は言うことを聞かないわけではありません。これらの品々は将軍のものではありません。大執事が梱包させようとしています。私は納得できず、少し言い争いました。黙りなさい。これらはすべて将軍がお使いになるものです。さっさと詰めてしまいなさい。将軍とお嬢様は、10年の絆、夫婦愛が深いのです。あなたがここでそそのかすようなことではありません。アルボー、あなたは私の言葉を。つまみにエクザでもいいですか？お嬢様、これはあなたのためを思ってのことです。あなたにはお子様もいらっしゃいませんし、ご両親も兄弟姉妹もいらっしゃらない。将軍なしでは生きていけますか？少し怒りを収めて、将軍に頭を下げてはどうでしょう。そうすればこの件は、済むのです。毅然よろこ H.E. シェンティン。ナシューゴン他一置き。巡礼。これより後あなたは屋敷の大執事とする。貴重品は司祭に検査し、一切の持ち出しを禁ずる。はい。いや、この裏切り者め、出て行け。お嬢様、このようなことをされれば、必ず後悔なさいますよ。これ以上煩わしいと、杖で撃ち殺す。よろしい。お前たち、覚えておけよ。ああ、覚えておけ。将軍、お帰りになられて何よりです。ご覧ください。デングフーイング。これは何をしようというのですか？私の主人であるお嬢様は、一刻もあなたにお目にかかりたくありません。当然、早急に生産しなければなりません。この小生意気な、口が達者な奴め、私の手に落ちたからには、皮を剥いでやる。息子よ、この卑しい下女に何を言い訳しているのだ。早く、箱を開けなさい。この毒婦に、我が家の高価なものを盗み出させてはならない。すべて我が家のものなのだから。母上、もうよしましょう。夫婦であった縁、彼女への償いと思いなさい。旦那様、そんなことではいけません。うちの幕事はまだ幼い。お金が必要な場面はたくさんあります。これらの品々は今後、すべて彼に譲るものなのですから。どうしてよそ者に引っ越させるの？そうよ、旦那様。うちのジャオジャオもあと数年もすれば。縁談の話も出てくる嫁入り道具を揃えなきゃ、旦那様。お姉様たちばかり気にかけず、うちの子のことも考えてよ。はい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 。開けなさいや。将軍これは。この可愛い米本将軍の言うことが聞けないのか将軍。これは。私がやる。ああ、息子よ見てごらん、あの女私の着物まで盗もうとして。息子よ、あなたのものもあいつらを生かせるな役人に訴えよう。必ず訴えるんだ。おかしいな、デングフーイングは金銭をふんどのように思っているのに。こんなもの欲しがるわけない。門の変額まで外しやがって。デングフーイング門の変額まで持っていくつもりか。フーイングまた私の着物を持ち出そうとして。それに将軍府の変額まで一体。形見にしたいのかい。形見だって？お前を産むとき、お前の脳みそをへその緒と間違えてきちまったのか、皮一枚残して、ここで箔をつけてやがる。デングフーイングお前は下品だ。言っておくがここを出れば制裁の座は保証できないぞ。誰か私が出ていくって言った？それでこそだフーイングやっぱり分かってたよ。私に未練があるんだな。出ていくのはお前だ、それとお前の老いた母も。それからお前の愛人どもも。お前。者ども。こいつらを追い出せ。それとこの箱のガラクタも全部捨ててしまえ。私の場所を汚すな。何私を追い出す気か。今後ここを通るときは全部遠回りしろ。さもないと見つけ次第分殴ってやる。デングフーイング、私の忍耐にも限界がある。この毒婦めここはイエン将軍府だぞ。この毒婦に乗っ取られてたまるかそうだ。ご老人ここは私の持参金で買った家。10年前あなたの息子はただの小さな行為に過ぎなかった。4つも庭がある屋敷なんか買えるはずない鳩がハトの巣を占領して長くいれば、自分が主役だと思い込むんだな。お前。この家だけじゃない私の装飾品や金銀も、全部横領したんだな、恥知らずめが。結婚して10年あなたたち母子の身につけているものすべて。どれか私が買ってあげたものでないものがあるか。あなたの息子の給料は、全部外傷を養うために使われたんじゃないか。なるほど、この大家族全員が女の稼ぎで食ってたのか。それならデビューお嬢様を責めるわけにはいかないな。家も彼女のものだ。追い出されて当然だ。私は知っていた。彼女が一度諦めたら。誰よりも断固としていると。殿下、本当にデングお嬢様をお迎えになられるおつもりですか？
でも都では誰もが知っている、彼女は恐妻家だということを。恐妻家がどうした？私は恐妻家が好きなんだ。行くぞ。私を宮中へ押していけ。宮中へ何をしに行かれるのですか？皇帝に縁談の許可をもらいに行く。まだ行かないのか、私が役人に訴えるのを待っているのか。ああ、母上、まずは立ち去りましょなぜだ、彼女を甘やかすわけにはいかない。う。いや、この件が大きくなれば、あの推したちが、朝廷で私を弾劾するかもしれない。まずは静かにしていよ私、う。よしよし、行こう行こう。何を見てるんだ。人の喧嘩を見たことがないのか。純蘭、いくつかの熱い贈り物を準備して。父が生前に。親しかった数人のご養生を訪ねてくれ。特にご次第のワンおじに。H.E. シェンティンが外傷を養い。私と離縁したことを彼らに伝えてくれ。お嬢様、これはお考えで。彼を弾劾してやる。誰が遅刻した？新 H.E. シェンティン、朝儀に遅刻いたしました。陛下、お許しください。H.E. 将軍は普段はいつも時間通り、今日はどうしたのか。服装も乱れている。以前は家が近く、屋敷の使用人も多かったが、今は遠くに住み、側に仕える者もおらず、秦は、陛下、秦はイエン将軍を弾劾します。私生活に問題あり。外に5人の外相を密かに養い、諸子を密かに産ませ、公然と制裁と離縁する。これは全く連知神の欠如。官にふさわしくありません。陛下、王様のおっしゃる通り、イエン将軍の制裁は、陳北大将軍の着女、伝具家の男子全員が、戦場で戦死した、今、伝具家の着女がまさかこのように、いじめられるとは、彼女の父や兄弟の御霊が、どうして安らかに眠れようか。陛下、伝具お嬢様のためにご裁定を、陛下に返答します。李信は冤罪です。李信は離縁したくはありませんでした。あの伝具封印具が、彼女は、度量がなかった。H.E. 将軍、その言葉は間違っている。ここ数年あなたはずっと公に主張してきた。自分には伝具お嬢様ただ一人の夫人しかいないと申しております。陛下さえもあなたに欺かれておられました。何年も前から、あなたを情に厚く義理がたい人だとお思いでしたが、あなたはすでに何人もの愛人を囲い、子供まで設けていたのです。H.E. 将軍、これは君主を欺く題材です。陛下、秦は故意に隠していたのではありません。ただ、家の中が穏やかでなくなり、彼女が知って騒ぎ立てるのを恐れ、ありのまま申し上げられなかったのです。まして、封印具は長年子宝に恵まれず、秦は、ただ男子を望んだだけなのです。陛下。H.E. 将軍はここ数年、毎日のように屋敷の外に泊まっておられ、軍営に泊まっていると嘘をつきながら、実際は、制裁を欺いて密会を重ねておられた、あなたが毎日屋敷にいなければ、制裁がどうしてこう埋めようか、私には H.E. 将軍が、わざとそうしておられたとしか思えません。なるほど、そういうことだったのですね、H.E. シェンティン。この卑劣者め、制裁を冷たく扱うだけではなく、彼女に病気があると悪意を持って中傷するとは人間のすることか。全く浮気するだけでも十分なのに、愛人の子の誕生祝いまで盛大に行い、世間に知れ渡らせたとは、まさに風紀を乱す行為です。どうか陛下、厳重にお咎めください。恥知らずめ。蹴り殺してやりたい。厳罰に処すべきだ。とんでもない。よかった。この大砲たち、ようやく矛先が変わった。陳を非難しなくなって。H.E. シェンティン。陳、ここにございます。あなたは私生活を顧みず、行いも慎まず、本日より、雲キーに降格とする。よく私生活を正すがよい。陛下のご恩に感謝いたします。名王殿下、名王殿下、お待ちください。何の用だ？王子。下官と王子には何の恨みもございません。本日王子はなぜ、たびたび下官を狙い撃ちにされたのでしょうか。わざわざ下官の指示を調べられて。それはね。すぐにわかることだろう。お嬢様、お嬢様。何事か、そんなに慌てて騒ぎを起こす者が参りました。違います、違います。
直使が届きました。直使？何の直使です？イエン将軍への城南の HE 屋敷へ戦時に行けとの。陛下の小川の風湾高校がお自らお越しになり、あなたに直使を受け取るようおっしゃっておられます。え？風湾高校。伝具お嬢様、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。陛下、何かご用でしょうか？おめでとうございます、父さん。大変な喜びです。直使をお受け取りください。法天将雲皇帝、少数。各菊。古陳北大将軍。東通の娘、東護衛。容姿端麗、気品高く、除血中の除血。大号と陳も聞き及び、大いに喜ぶ。今、冥王は二重悠久、今期にかなう。賢者を選び配偶とすべき。陳は天意を仰ぎ受けたまわけ。特に東護衛を。冥王昇作に可視し、正妃とする。汝ら二人が心を一つにし、互いに敬い、共に国恩を良くすことを望む。金庫。私が冥王に嫁ぐ？宦官用、何か間違いでは？天使の直使に誤りなどございません。父さん、早くお受け取りください。ご婚礼の日には、正式に王妃として冊封され、皇室の玉帳に登録されます。宦官用、はっきり言いましょう。本当のところを教えてください。この冥王殿下、陛下のご不興を買ったのでは？陛下がからかっているのでは？父さん、冗談はおやめください。冥王と陛下は、同じ母を持つ実の兄弟。お二人の仲は、とても良いものです。宦官用、私に下賜するなんて、これでいいのですか？父さん、あなたの幸運は、これからです。お嬢様、これは大変な刑事ですよ。何家の母子は存在ぶって。でも、あなたは何か払えないなと思っておりましたが。今やあなたは純寧王妃です。彼らを驚かせてやりましょう。おかしい。あまりにもおかしい。冥王は大号の長男。幼少時に依存症を患い、足が不自由でなければ、帝位も彼のものだったかもしれない。それでもなお、彼は立派で優れた能力の持ち主。それなのに私は子を産めず離縁したばかり。私を彼に下賜する道理がない。もしかして、冥王殿下ご自身があなたをめとりたいとお願いになったのでは？まさか、そんなはずがない。お嬢様。冥王殿下がお見えです。え？急いで、そこに置いて。後ろも急いでついてきて。そっと扱って、壊さないように。冥王殿下。これは、至婚の直使はお受け取りですか？私は特に結納の品をお届けに参りました。まあ、これは一体いくつの結納の品なのでしょ父さん、これは目録です。全部で120台ございます。ご覧ください。イング姉妹。私を中に入れてくれないか。どうぞお入りください。歩くのが遅いだけで足の不自由さは見えない。冥王様、私のことなら、ご存知でしょう。私たちは、あまり合わないかもしれません。イング姉妹は、私があなたにふさわしくないと思っているのか？あ、殿下、誤解です。私があなたにふさわしくないのです。私は不妊で離縁された女。冥王妃にはなれません。冥王の名を汚します。どうかご再考を。イング姉妹は、除血だと聞いている。男にも負けない豪傑なのに、どうして世間の目を気にするのか。不妊でも構わない。子供はいらない。離縁された過去も。
それはあなたが悪い人に出会っただけ。あなたに何の罪がある。それとも、イング姉妹は私を嫌っているのか。この足の不自由な私が気に入らないのか。いいえ、殿下、誤解です。では、承諾したのだな。よかった。イング姉妹をめとれることが、とても嬉しい。来月の18日が結婚式の日だ。私が直接イング姉妹を迎えに行く。本殿以上は、宮中の小医局が仕立てるから、心配はいらない。寧王は30近いのに女を寄せつけない。不妊の噂は、本当なのか。デング封印具、出てこい。この卑怯者め。お前が私の息子を左遷させた。恥ずかしくて出てこられないのか。みんな見てくれよ。このデング封印具は、息子に嫁いで10年も子供ができず、それなのに悪者ぶって先に訴えた。息子を左遷させたこの毒婦は、天罰が下るべきじゃないか。みんなそう思うだろお嬢様、ようやく来られました。この HE の老婆がずっと、うちの門前から離れようとしないんです。どうだ？陛下に不満か？私がいつそんなこと言った？お前の息子が左遷されたのは陛下のご裁断だ。お前がここで騒ぎ立て、遠回しに、陛下を非難している。お前、でたらめを言うな。お前が謠言をまき散らして、みんなを惑わせ、味方につけたんだろう。言っておくが、息子と別れたお前は、誰も相手にしないクズ女だ。うちのお嬢様は今や純寧王妃です。あなたが罵るような方ではありません。あらまあ、純寧王妃？寧王は目が潰れたのか。卵も産めないメンドリを見込むなんて。純寧王妃だって。私が大号だって。そんなわけないわよ。罵られたい奴は見たことあるけど、死にたい奴は初めてだ。大号様まで名乗るなんて、いくつ首があれば足りるつもり？純男。はい。あらまあ、ひどい。嫁が姑を殴るなんて。天に道理はないのか。方法はどこにあるの？皆さん、そう思いませんか？お母様。ああ、お母様。彼女が私をいじめたんです。デング封印具。離縁の話は、夫婦の情けで顔を立ててやっただけ。よく反省して、不動を学びなさい。ところがお前は、性根が治らず、ますますひどくなって。姑まで殴るなんて、本当にがっかりだ。酒に酔って調子に乗ってるんじゃないの？反省しないなら、仲直りなんて考えないで。息子よ、あんなに礼儀もわきまえず。度量もない女と仲直りなんて必要ない。来月の18日、マンニアンの参上を嫁に迎えるんだ。制裁と側室を同時にめとって後悔させてやろう。聞いたか？来月の18日がお前の最後の期限だ。その後で戻りたくなっても、目かけになるしかない。来月18日。それはちょうどいいわ。何がちょうどいいって？来月の18日。私も結婚するの。女はやっぱり意地っ張りだな。今すぐ謝ってほしいのに素直になれない。来月の18日まで待って、やっと俺に嫁ぐってか。いいよ。その時は縁を開いて、妻と妾を同時に迎えるのを祝おう。誰があなたに嫁ぐって言ったの？俺に嫁がないなら、他に誰に嫁ぐんだ？陛下が、うちの姫様と寧王殿下のご縁談をお許しになりました。来月の18日は、姫様と寧王殿下のご婚礼の日です。なんて言った？誰も相手にしないクズ女が、寧王様になど。寝言は寝て言え。寧王様のお身分は、どれほど尊いと思ってる。捨てられた女をめとるなんて、あわわ、笑っちゃうよ。デングルウィング。他の男で俺を騙そうとしてるんだろう。寧王様を口実にするなんて、もし彼に知られたら、いいことにはならないぞ。寧王様はすでに結納の品をお持ちくださいました。うちの姫様をとても大切になさっております。あなたを刺激するためなんかじゃありません。自分の顔を立てるような真似はよしなさい。自分の私物を結納の品だなんて、人に笑われますよ。あの女が寧王様に嫁げるなら、この首を取って、蹴鞠にしてやる。それじゃあ、その日を待つわ。その時、もし首を持って来られないならね。お前がその王の子羊だな。デングルウィング、お前のこの性格は、本当に俺が甘やかしすぎたな、こんにちは。
絶対にしっかりとお前を押し付けてやる。よし。すごいな。お前の腕前こんなにうまいとは。久しぶりに練習してないから少し手が鈍ったな。だがお前みたいな酒袋飯袋を相手にするには十分すぎる。お前。息子よ。下番が不安定で足元がふらついている。H.E. シェンティン、お前は欲望に溺れすぎて。体が弱ってしまった俺にすら勝てないのにどうして兵を率いて戦うつもりだ。今日は飲みすぎて本当の実力を発揮できなかっただけだ。さもなければお前のような女にどうして俺が負けようか。母さん、行こうこのアバズレ女は無視だ行こう。全く不甲斐ないあの時は本当に目が曇っていたんだ。こんな奴を気に入るなんて。母校、お茶をどうぞ。お茶を飲む気分じゃないよ。いい娘はいくらでもいるのに。どうしてあのデング封印部じゃなきゃいけないんだ。彼女は子孫すら埋めないんだよ。そうなったらお前のネイオーフは後継ぎが絶えてしまうじゃないか。母校、私は彼女だけが好きなんです。彼女以外は寝取りません。私は認めない。もし母校が認めないなら、私は一生一人で過ごします。お前。彼女をめとりたいなら母校がもう一度お前のために、子宝に恵まれそうなのを何人か選んで一緒に嫁がせてやろう。後継ぎが絶えるわけにはいかないからな。ダメです。私は彼女一人だけで十分です。母校、まさか私に、H.E. シェンティンの二の舞を踏ませたいのですか。我々は天下だ。我々が彼女の再婚と不妊を気にしないのだから。彼女に何の資格があってあれこれより好みするんだ。まだ嫁いでもいないのに。もうお前を完全に手なずけている。お前はそんなに彼女を甘やかしちゃいけない。母校も私の気性はご存知でしょう。私を追い詰めないでください。まあいい。明日彼女を宮中に呼び出そう。あの娘は。私も長年会ってないから彼女とゆっくり話してみる。母校。私が彼女を食べるわけじゃないだろう。醜い嫁もいつかは姑と姑に会うものだ。まさか私と彼女が一生顔を合わせないでいてほしいのか。わかった。じゃあ事前に彼女に伝えておくよ。前提として、彼女をいじめるのはダメだよ。うん。痛い。物を盗むなんて裏切り者め。お尻を叩き割ってやる。お嬢様、許してください。私は老婦人の命令に従っているだけです。仕方なかったんです、お嬢様。以前屋敷にいた時、老婆が私をいじめるのを手伝ってたわね。彼女を懲らしめた時。あなたを懲らしめるのを忘れてた。そんなに凶暴で残忍で、ねえ王様が知って。逃げ出さないか心配じゃないの？彼が見てたとしても、これは、我が将軍家の内務だ。彼に口出しする権利はない。さっさと行け。誰か、彼女を引きずり出せ。はい。王様、あの女を見てください。まさに幹部です。こんな女をめとったら、家の中がめちゃくちゃになりますよ。王様。どうやって入ってきたの？デングお嬢様、小物が塀を乗り越えて、王様のために門を開けたのです。屋敷の役立たずども、これに気づかなかったとは。王様、さっきも見られましたね。私が下人を懲らしめる様子を。私は普段からこんな感じです。王様が手に負えないと思うなら、今なら婚約を解消しても間に合いますよ。
いつ解消すると言った。さっき手を打って痛かっただろう。AG ジェンキンと彼の母親が、いじめてきたんだ。まあ、そうでもないけど。あの老婆が8つ当たりして、私が、彼女の息子の感触を失わせたと思ってるの。どうやら彼らは、まだ本王を眼中にないようだな。本王の妃をいじめるとは。田舎の無知な女に過ぎない、あの様子だ。映画風紀にふさわしくない、最初にあの女が邪魔しなければ。事態はここまで悪化しなかったのに。イング。まだ彼のことを気にかけてるんじゃないだろうな。何を気にかけるもん、ゴミみたいな汚れたもの。欲しい奴がいたらやるよ。相変わらず子供の頃みたいに率直だな。子供の頃のことは、実はあまり覚えてないの。俺が覚えてればいい。お前は小さい頃、一番俺にくっついてた。それに、大きくなったら俺と結婚するって言ってた。残念なことに、その後お前は伝具将軍について国境に行った。あなたがまた北京に戻ってきた時には、もう別の人と結婚しているでしょう。覚えていません。助けて、なぜ彼はそんなに恨めしい目で私を見ているの？まるで私が悪女みたいだわ。明日、母校があなたを宮中に呼びます。私を戒めるつもりじゃないでしょうね。イング。彼女が何を言おうと。私はすでにあなたと結婚すると決めました。もし彼女が嫌なことを言ったら、それは聞き流して気にしないでください。この結婚、本当にやり直せないの？イング。私は伝統的な男です。婚約は決まったこと。決めたことは後悔しません。ただし、私の身体の不調を嫌がるなら、もしそうなら、それならあなたを邪魔はしません。ああ、私みたいな男、誰が欲しがるだろう。せいぜい、一生一人で終わるだけさ。孤独なまま。とんでもない、王様の容姿も能力も一流です。都であなたに憧れる娘はたくさんいます。あなたも含めて。イングはやっぱり私を嫌がっている。じゃあ、私が生きていても意味がないじゃないか。いいえいいえ。結婚します。私が結婚するのは王様です。大号用については、私に任せてください。方法があります。イング、やっぱりあなたが一番だ。なんだか、彼にうまくやられた気がする。神女、大号様にご挨拶申し上げます。ご多幸をお祈りいたします。お構いなく、そこにお座りなさい。大号様、神女は10数年もお目にかかっていませんでした。どうして少しも変わっていないのですか？むしろ以前よりも、より優雅で上品になられています。いい言葉をいくら言っても、愛花があなたを受け入れるとは思わないで。正直に言うと、たとえ皇帝が直命を下しても、愛花の心は、あなたが彼と結婚することに同意しません。大号様は、私がネオと結婚したいと思っているとお考えですか？神女はつい最近離縁したばかり、こんなに高い身分の方と結婚すれば、きっと人々の非難を招くでしょう。神女もプレッシャーが大きいです。どうして？あなたはまだ不満があるの？いいえいいえ、不満はありません。プレッシャーはありますが、考えた末に。それでも困難に立ち向かうことを決めました。大号様、なぜだかお分かりですか？なぜ？もちろん、大号様のせいですよ。私ですか？子供の頃、私は宮中でいたずらばかりしていましたが、大号様はお叱りになるどころか、お菓子までくださいました。その時から、大号様はこの上なく、優しくて心優しい方だと分かっていました。指針を言えば、哀れな私は、当然、あなたのような子が好きです。もし他の人が知れば、この縁談をきっと褒めるでしょう。度量が広く、重臣の娘を大切にされる方だと。ふむ。確かに言えるわね。もし他の人だったら、私ほど寛大ではなかったでしょう。もちろんです。私の前の姑などは、離縁のことでいつも私を嘲笑っていました。大号様のような良い姑に巡り会えたのは、私たち伝具家のご先祖様が、煙を上げて喜んでいるからでしょう。あなたたちの縁談に、私が反対するはずがありません。ただ、子孫のことは、あなたの体は、医者に診てもらいましたか？
見てもらいました。私はとても健康です。でも、どこに問題があるのかわかりません。そうですね。あなたとネオはまず結婚しなさい。もし結婚後もなかなか妊娠しなかったら、その時は、私が彼に2人の側室を探してあげましょう。どうですか？信女、同意します。あなた、同意したの？怒りもせず、騒ぎも立てないの？太后様は母親として子供を思う気持ちは、子供に子孫を増やしてほしいと願うのも無理はありません。正妻として子を産めない私が、当然、夫のことを考えなければなりません。うん。あなたは私が思っていたよりずっと道理をわきまえているわね。いい子だ。良い子です。私は同意しません。C、当番中じゃなかったの？オーリテアに行かずに、私のところに来たの？私があなたの嫁を立てるかと心配して。母校、私は側室はいりません。イングももう同意しました。彼女の同意は関係ありません。イング。ちょっと外に出て。話がある。母校、私たちはこれで失礼します。太后様、私はこれで失礼します。行きなさい、行きなさい。王様、どうなさったのですか？さっき母校が人を送ったのに、なぜ断らなかったの？私はただ殿下に太后を説得して結婚を認めてもらうと約束しただけです。太后がやっと口を開いたのに、側室のことなら。まあ、別に構わないでしょ？あなたはエイジがいじめるとして、劣化のごとく起こったのに。私の周りに他の女がいても、無関心なのですね。イング、まさか。私はそんなに重要じゃないの。そういう意味じゃないんです。イング、傷ついたよ。口では私と結婚すると言っても、心の中ではきっと嫌でしょう。でなければ私とエイジも、どうして平等に扱えないの？殿下は私があなたに大騒ぎしてほしいんですか？男ってみんな三つ葉嫁かけが好きなんでしょ？あの H.E. シェンティンは前に、一生私だけだって言ったのに、結局、私の束縛が厳しすぎると嫌がり、恨みさえ抱いた。私は彼とは違う。イング、君がいなければ、誰とも結婚しない。それでこそ、これまで。どうして一人でいられただろう。殿下。私は思うんです。あなたは王子で、こんなに素晴らしい人なのに。私のせいで、子孫を残すのを遅らせてはいけません。イング、私は君だけが欲しい。他には何もいらない。私、家に帰って洗濯物をしまわなきゃ。方向が逆だよ。わかってる。イング、急がない。これから先は長い。北境への防寒着はもう準備できた？お嬢様ご安心を。ご先着はすでに用意してあります。何回かに分けて送ります。今年は例年より寒くなるのが早い。道中の人たちに急いでもらいなさい。はい。このおばあさん、どういうつもりだ？こんなに防寒着を買ったのに、金を払わないなんて。返してくれ。何の騒ぎ？外で言い争いをしているようです。何度も言っただろう。ただ一棒の弁具家に行けば、必ず誰かが代金を払う。払わないわけじゃない。ただ、先に付けにさせてもらっただけだ。ダメだ。みんながあんたみたいに。適当な屋敷の名を言って物を持っていったら、私たちはどこに借金を取りに行けばいい？私はイエン将軍の母だ。あんたのその金に目がくらむか。急に寒くなったからでなければ、あんたのご類服なんて欲しくもない。ダメだ。返してくれ。何を騒いでいるんだ？よこしなさい。ご主人様、ようやくいらっしゃいましたね。このおばあさんが、うちの店で服を取ってお金を払わず、追い出そうとしても動かないんです。あんたこの毒婦、ここにいたのか。全部あんたのせいだ。外で恥をかかせやがって。さっさと勘定を払え。お嬢様、
もしかしてあの方は以前の姑さんでは？そうよ。デングフーイング、この店も。まさかあんたのものじゃないだろうな。そりゃいい。私に合うサイズの既製服を選んで私の屋敷に届けろ。息子の分もな。冬を越すのに間に合わなかったら皮を剥いでやるからな。誰が猿芝居をしているのかと思えば、あんたか。恥知らずの老いぼれが。どうした？家が貧しくて鍋の蓋も開けられないのか？それとも生まれつき物乞いの口を持ってるのか？人を見ると物乞いしたくなるのか？デングフーイング、私はあんたの姑だぞ。よくも私を罵ることができたな。罵るだけじゃ済まない。ぶん殴ってやりたいくらいだ。あんたが私に手を出したら、皇帝に直訴するぞ。あんたにひどい目に遭わせてやる。お嬢様、もうすぐネーオーデンかとご成婚なさいます。これが宮中にまで及べば、お嬢様に不利です。誰が自分で手を下すと言った？行け、京調府に行って言え。伊延将軍の老母が。ここで付けを踏み倒し暴れ、物を盗んで金を払わないと。はい。あんたこの不幸者め。よくも姑を捕らえるために役人を呼ぶことができたな。息子には絶対にあんたをめとらせない。この老いぼれ、私のところで暴れ散らかして逃げようだなんて。そうはいかない。ほら、縄を持ってきて、あいつを縛れ。デングフーイング、話しなさい。話して。デングフーイング、あんた人間じゃない。どうして今まであんたがこんなに冷酷だって気づかなかったんだろう。以前は家庭の平和のために我慢できることは我慢してきた。でも今考えてみれば我慢するもんか。我慢に我慢を重ねて。あんたこの老婆を甘やかしすぎてつけ上がらせてしまった。お嬢様、役人を連れてきました。誰が届け出た？お二人様、私が届け出ました。この HE 老婦人が、私の店で物を盗み、うちの店員に見つかったんです。最初はことを大きくしたくはなかったのですが、彼女は金を払わないだけでなく、権力を傘に来て人をいじめるんです。自分は伊延将軍の母親だと言って。そんなことない。皇帝はすでに勅命を下され、HE シェンティンの関与を下げられた。それなのに彼女はまだ人を騙し、女房を乱用しているんです。実に大不敬です。当夫人ご安心ください。このような行為は決して許しません。すぐに任を連れ戻し、彼女に20回の鞭打ちを加えます。彼女によく覚えさせます。お手数をおかけします。連行せよ。はい、行く。私を話しなさい。息子に許さないから。話しなさい。痛い、痛い。母上、どうなさいましたか？息子よ。あの東郷英明。役人に通報して私を捕まえさせ、さらに20回も鞭打たせた。お尻が打ち壊されたよ。早く医者を呼んで、見てもらって、早く医者を呼んでこい。よし、お前たちは死人か、母上がこんなに痛がっているのに。まだ医者を呼んでいないのか、旦那様、屋敷の帳簿には。1両の銀もなく、どうしても雇えないのです。それなら番娘に頼めばいい。と夫人は出したがらない。彼女を連れてこい。呼ぶ必要はない。番娘、私のこれまでの報給は、全部君に渡したはずだ。少し銀を出してくれ。母上の診察代に。今朝、母上に20両渡したばかりでは、まだ使っていないのでは。母上、お金は？どこに置いたか覚えていない。彼女にもう少し出させれば。それでいいじゃない。私もどこに置いたか覚えていない。仕方ないなら、母上にはまず我慢してもらいましょう。
この毒婦め、私に逆らうとは信じられるか。息子に君を離縁させるぞ。おっとよ。あなたの宝牛はこれだけ、子供を育てるのにはどこでもお金がかかる。それに屋敷の使用人の出費も莫大な額で、本当に収入が支出に追いつかないのです。母上、わがままはやめて、銀はどこ？はいはいはい。旦那様、台所の米や小麦粉もなくなりました。急いで買いに行きなさい。待って待って、ダメ。米や小麦粉は私の銀で買ってはいけない。番娘に出させなさい。私はお金がない。息子の10年分の宝牛を全部君に渡したのに。よくもそんな顔で貧乏ぶるな。それもそうだ、番娘。これまでの銀はどうした？よし、君たち親子一緒になって私をいじめるつもりか。最悪、息子も一緒に連れて行く。私たち2人はそれぞれ別々に暮らそう。マンニャン。リマンニャンのところへ行ってはいけません。彼女は外出で、あなたの母親の頭に乗っかろうとしているんです。やっぱりフーイングがいい。何も心配させないから。デングフーイングのところへも行ってはいけません。彼女が私をこんな目に遭わせたんです。お母さん。フーイングは愛ゆえの憎しみで、私たちに当たり散らしているだけです。考えてみてください。彼女は私をとても愛していて、私に他の女性ができたとしたら、受け入れられないのも当然です。お母さん、この10年間を忘れないでください。フーイングは私たちから一銭も取っていません。あなたの衣食住、どれも最高級ではありませんか。確かにそうですね。まあいいでしょう。彼女が私に謝ってくれれば。私は彼女を許し、復縁を認めます。あなたは寛大ですね。彼女を慰めに行ってきます。早く行って早く帰ってきてください。お尻が痛い。王様、どうしてここに？宮中の仕立て屋を連れてきて、あなたに合わせて服を仕立てます。婚礼衣装を縫います。はい、では彼女たちをこちらへ。お嬢様、大変です。H.E. センティンがまたあなたを訪ねてきました。どうしてまた来たの？あなたが一番好きな水餅を持ってきたと言っています。餅。よし、会ってやろう。イング。王様、しばらくここでお待ちください。今日こそ彼を殺さなければ、私はデングの姓を捨てます。フーイング、やっと出てきたね。知ってたよ。あなたは私に会わないなんてことはないと。見て、水餅を持ってきたよ。長い間並んでやっと買えたんだ。水餅。あなたが一番好きな路地のあの店の。
昔、私がこれを買うと。あなたはすごく喜んでたじゃないか。こっちへ来い。フーイング、夫に感動したか。あなたの行動は常軌を逸しているが、夫たるもの。どうしてあなたのような小娘と取り合うものか。この厚かましい野郎、私から離れろ。あなたは一言も聞いてない。それに吸い餅？私はガキなのか？あなたが、吸い餅でごまかせると思ってるの？勝手に思い込んで、いつまでもつきまとって、今日こそ、世の中の危険さを思い知らせてやる。王様、本当にデングお嬢様を王宮にめとるおつもりですか？よく考えて。この毒不明、俺にこんな手をかけてくるとは。叩いただけでも甘い方だ。もしまた来るようなら、お前を虚勢してやる。俺がお前を嫁にもらうなんて、お前はもう大儲けだ。この鬼嫁、俺以外に誰が引き取るもんか。ええ、手は痛くないか。さっきあんなに強く叩いて、手が疲れただろねえ王様。王子。どうしていらっしゃるのですか？う。なんおとな、それはこっちのセリフだ。A は本館の婚約者だ。お前みたいな名もないもとうが。いつまでも彼女に絡むのは、本館を眼中にないのか。なんと、婚約者だと。王子、冗談でしょう。本館と何様の仲は、まだ。冗談が通じるほど親しくはない。王子、何を考えてるんですか？あなたは王子ですよ。どんな女でも手に入るのに、ましてや。東郷英は俺と結婚したことがある。どうしてまたあなたと結婚できようか、俺は認めない。何様、A はすでにあなたと離縁した。今は何の関係もない。本館が愛する人をめとるのに。お前の許可など必要ない。王子、お間違いです。彼女は。彼女、東郷英のどこがいいんだ？俺を叩くこの凶暴さを見ろ、それに。体も弱く、結婚10年も子供ができない。あなたは後継ぎを絶やそうというのか？南西帝。言葉を慎め。本館と妃に子供がいるかどうか、お前が口を出すことではない。なるほど、東郷英。どうして離縁したがるのかと思ったら、冥王様という。大物に取り入ったからか、俺が側室をめとったのは。子孫を残すためだ、お前は不倫して。貞操を守らない。口が悪いな。東郷英、俺は、お前が冥王妃になるのを絶対に許さない。このクソ焼き餅を持っていけ。婚約者に護衛を数名つけ、昼夜門を守らせよ。南西帝を一歩も近づけさせるな。はい。そこまでしなくても。そうそう、俺の相手にならない。彼がお前に勝てるかどうかに関わらず、二人が会うのは望まない。見ぬが仏。まあいいか。ええ、君の武芸はこんなにすごかったのか。この南昌帝、君の父君の帰化の将軍だったこともある。君には勝てなかった。私も父君の帰化の将軍です。君は戦場に行ったことがあるのか？もちろん。
それはもう昔の話で、言うほどのことではない。前に皇帝から聞いたのだが、灯籠元帥の帰化に、一人の有能な戦将がいた。銀の仮面をつけ、白刀を操り、奇襲を得意とし、戦のたびに騎兵を率いて、背後や側面から奇襲をかけ、突決を不意打ちにし、銀面の小将と呼ばれていた。この銀面の小将は、突決の悪夢だった。しかし、ある戦いの後、この人は消えた。生きても死んでも、その姿は見えず。君は戦場に行ったことがある。彼を知っているか？知りません。軍中のことは、私もあまり関わりません。そうか。どうした？突決がまた進行してきたのか。はい。例年の秋は、小規模な襲撃だけだった。越冬物資の略奪のためだが、今年の秋は、北境は安全ではなく、多くの辺境の町が占領され、民衆は離散している。朝廷は人を派遣しなかったのか。将帥一人もいないのか。武将が衰え、軍費が不足し、士気が上がらない。軍費不足は今年に始まったことではない。父や兄も悩み、よく自腹を切って補填していた。それでも北境を一歩も後退させなかった。今の森政は私の父の当時の有能な部下だ。いくつもの辺境の城を連続して失ったということは、突決の兵力が小規模ではない証拠だ。大規模侵攻前の偵察だ。朝廷は油断してはならない。わかった。必ずよく皇帝に注意を促す。もし私の足が治れば、私も戦場に赴きたい。家国と民衆を守るために。残念ながら体が不自由で、何もできない。宮中の高文館には多くの書籍がある。もしかしたら本の中に君の病状を解決する方法があるかもしれない。ここ数年、大尉は多くの遺書を調べた。彼らでさえ手を焼いている。私のこの足は、おそらく治らないだろう。では、王様、一つ便宜を図っていただけませんか？私を高文館に行かせてください。一つには、王様のために何か対症療法があるか調べられます。二つには、私も知りたいのです。なぜ私が子を授からないのかを。後で皇帝に礼拝をもらってくるから。宮中や高文館を自由に出入りできるようにしてあげる。王子、ありがとうございます。イング、王子って呼ぶのはよそよそしいよ。前は、しーお兄ちゃんって呼んでたじゃないか。今は子供の頃じゃないんですから。でも、聞きたいな。ねえ、いいでしょ。しーお兄ちゃん。いい子だ。恥ずかしい。南側は高文館だ。案内してあげよう。はい。キアオリフは本校主に会って。どうして礼をしない？何の騒ぎだ？行こう。見に行こう。行く。今日はどうやってお前を懲らしめるか。来い、彼女を押さえつけて、頭を地面にすりつけて謝罪させろ。何をしてるんだ？私は大王女だ。あなたの姉だ。どうしてあなたにひざまずくことができようか。話しなさい。悪い女の子が産んだ子供が私に逆らうなんて。あなたの聖母は、ただの、前帝時代のアナ役の武女に過ぎない。父のはとっくに忘れている。あなたなんて娘も言うことも。あなたは私の姉だなんてとんでもない。ひざまずけ。早くひざまずけ。何をしている？誰が余計なことを？紅白寺。どうしてあなたが？ピングヤン、何をしている？礼儀知らずの武女が私にぶつかってきたので、ちょっと懲らしめているだけです。紅白寺。あなたは？私は大王女です。キアオリファです。ピングヤン、どうしたんだ？自分の姉も見分けがつかないのか？紅白寺、私のせいじゃありません。
彼女が突然ぶつかってきたんです。私はどこの見境のない偶女かと思ったんです。たとえ偶女でも、そんなに手荒なことをするものではない。見てみろ、姉をこんなに殴って。早く謝りなさい。嫌です。私は55の着女です。どうしては女に謝ることがいいでしょうか。でたらめを言うな、キングヤン。さっきは、本当に気づかなかったのかと思ったが、今見ると、わざと彼女をいじめていたな。大白寺、あなたはよそ者なのに、どうして私のことに口を出すの？無礼だ。父上。ピングヤン、誰があなたに。父上。父上。紅白時に謝りなさい。父上。甘えてもダメだ。謝りなさい。紅白寺、ごめんなさい。あなたは王子に謝るべきだ。王子。あなたはリファ？父上。あなたの顔はどうしたの？誰が殴ったの？ピングヤン。上司に謝りなさい。私が彼女を殴ったって何が悪いの？悪い女の子だもの。私に逆らったからよ。チンはとても失望した。普段からあなたを可愛がっていたのに。それはあなたが権力を傘に来ていじめていい理由にはならない。それにあなたたち、どうやって姫様に仕えているの？一人10回ずつ杖で打つ。自分で罰を受けに行きなさい。はい。風腕、まず大王女に薬を塗りに連れて行ってくれ。はい。父上、ありがとうございます。大王女、この老臣についてきてください。はい。ピングヤンはチンに甘やかされてしまった。後継、公安に嫁に。お恥ずかしい限りです。チンカの娘、恐れ入ります。陛下、この宮中ではいつも強い者に媚び、弱い者を踏みつける風潮があります。リファは王女の身分はあっても、公主の名はありません。当然、いじめられることもあります。チンが覚えている限りでは、リファの実母はかなり早くに亡くなられたようです。チンが怠っていました。明日、リファを、公主として殺風します。自分の長女さえ忘れるとは。この皇帝も相当なぼんやり者だ。しかし、皇后が皇宮を管理しているのに何も言わないのは、多分わざとだろう。母校、父上がキアオリファのために。あの女が私を殴ったの、私の味方をしてよ。何？あなたの父上があなたを殴ったの？キアオリファが私に逆らったの。私が彼女に謝るように言ったら、紅白寺に見つかってしまった。彼は人前で私を叱り、私は一言反論しただけなのに、父上が彼の味方をして私を叱ったの。とんでもない。この霊王、どうしてもあの最高女をめとりたいらしい。とんでもないことをした上に、今度は目下の者をいじめるとは。父上はあいつに味方し、あのそばにいる教妻家も一緒になって。彼女が余計なことをしたから、紅白寺の目に留まったんだ。足の不自由な者とこのできない者、まさに見合いの一対だ。口を慎め。私、間違ってなんて言ってない。母校、あなたが大使を生み、後継者となれば、あいつらをみんな死に追いやればいい。あんたはね、元宮は六宮をすべ、霊政を司る。今、霊政に従い、王女キアオリファを、リファ公主として殺風する。諸々の儀礼は簡略化せよ。汝は規律を遵守し、上位に背くことなかれ。謹んで母校に感謝申し上げます。よかった、お姫様。公主、我らは皇后の命により、礼儀作法を教えに参りました。まずはこのひざまず座の姿勢から。どうぞおひざまずきください。背筋を伸ばして。姑、公主の足の傷はまだ癒えておりません。主君がお言葉を発せられぬうちに何を口を挟む。不作法者め。なぜ彼女を撃つのですか？下人が不作法だから。公主様まで不作法になられる。撃ち殺すべきです。そうすれば公主様が道を誤られることもありません。者ども、この宮女を連れて行け。やめて。公主。彼女を離して。離してよ。何の権利があって私のものに手を出す。当然、元宮と母校から授かった権利だ。この悪党。公主になったからって、はい上がれると思ったら大間違いよ。
私とあなたの運命の差を思い知らせてやる。何をぼんやりしている。この女を引きずり出し、杖で撃ち殺せ。やめて。彼女を離して。小さい頃から。私のそばにいてくれたのは UER だけなんだ。フィングヤン公主、どうか彼女をお許しください。いいわよ。ならひざまずいて、元宮の靴を舐めてきれいにしてごらん。そうすれば、本公主も考えてやる。公主、そんなことなさらないで。ヌヒは死んでも、公主が恥ずかしめを受けるのを見ていられません。口を打て。3つ数える。もし従わなければ、彼女の死体を拾うのを待つがいい。3、2、公主。公主、やめてください。おとなしくしろ。私を離して。公主。やめなさい。公主、お怪我は？またあなたか。ピングヤン公主にご挨拶。本公主が平身を許したか？冷静によれば、進化の妻が公主に礼をすれば、公主は年齢とおっしゃるべきです。しかし公主の礼儀作法は、どうやらあまり身についておられないようで、忘れてしまわれたのでしょう。公主に礼制を教える者は、職務を全うしていなかったようですな。なんたる無礼。貧快も位もない一介の民の妻が、本公主を非難するとは。誰が来て彼女の口を叩け。身分の上下をわきまえさせてやれ。なんだ、言ってはいけないとでも？お前のこの様子は、上級の弱質の娘らしさが微塵もない。すぐに牽制で人を押さえつけようとする。姉をいじめるとは。高文官はこのように、王子の教を教育しているのか。あんた、この悪人め。あの男に嫁いだからって、枝に飛び移って法皇になれると思わないで。今、名誉殿下を何と呼んだ？あんたに関係ないでしょ。目上の者を敬わず、口が軽い。お前の徳は犬に食われたのか？お前たち、死んでるのか？彼女を殺せ。どうやら陛下がお叩きになったイタゴは、お前たちに教訓が身についていないようだな。よし、本公主が自ら手を下す。私の腕が折れた。脱臼しただけよ。公主、死にたいのか？どうした？公主はまさか、もう一度やり直したいと？覚えてなさいよ。紅白馬、ピンクヤン公主はわがままになりきっています。きっとあなたを恨みます。すみません。私はあなたを引きしました。私が手を出すことを選んだ以上、彼女の報復など恐れない。むしろ、あなたこそ、宮中で一人、頼るものもなく。何事も慎重に。うん。エイチング、聞くところによると、あなたは流産の危険があるそうだ。大丈夫か？陛下。あの寧王の婚約者はひどすぎます。なんと私たちの娘にこんな毒死を下すなんて。陛下、彼女のために正義を執り行ってください。一体どうしたというのだ？今日、新将は好意で夕旨を下し、あの大王女をリファ公主に殺封し、女官に彼女に礼儀を教えさせました。しかし彼女は感謝するどころか、自ら女官を罵りました。フィングヤンのあの子は、気が短くて、この行為が。新将に対する大不敬だと思い、彼女を二言三言叱っただけです。その結果、通りかかったデング封印具が、わけもわからずに、フィングヤンの腕を外したのです。何か誤解があるのでは？公安に嫁は確かに武家の娘ですが、道理をわきまえない人ではありません。むしろピングヤンの方が気性が激しく、短気です。陛下はなんと他人のために私たちの娘を助けようとしないのですか？彼女は陛下が最も寵愛している豪主ですよ。今、初出の娘と再婚した女に、ここまでいじめられて、本当にかわいそうで仕方ありません。こうしましょう。まずは兄上の話を聞いてから決断を下します。彼女のような人は王妃になるべきではありません。皇室の恥になるだけです。陛下、厳罰をお願いします。婚約を取り消してください。長い年月をかけて、兄上はようやく好きな人を見つけたのです。どうして彼を失望させられましょうか。まずは安産に専念してください。この件は、陳が適切に処理します。陛下。母校、さっき外でこっそり聞いてしまいました。
父上が、あの再婚の女をかばうなんて、父上とネイ王は、同じ母から生まれた兄弟で仲がとても良いのです。ネイ王がいる限り、父上はデングフウィングを動かしません。母校。では、娘が虐げられても仕方ないのですか？彼女が私の叔母になったら、さらに目上の立場で私を押さえつけてきます。泣かないで。本宮は皇后です。彼女を制することなど簡単です。安心してください。本宮は絶対に彼女をネイ王妃にはさせません。イング。私が。大丈夫です、殿下。自分で取りますから。足が不自由でも、少し物を取るくらいはできます。そうですか？どうしたんですか？元気がないようですが、何かあったんですか？ああ。今日もピングヤン姫が、大王女をいじめているのを見て我慢できなくて、彼女を懲らしめてしまいました。もしかしたら、殿下にご迷惑をかけてしまうかもしれません。でも、私の性格はこうなので、我慢できないんです。さっき陛下がお尋ねになったとき、私がすでに、陛下に説明しておきました。心配しないでください。陛下はあなたを責めません。どうしてわかるんですか？私とピングヤン姫が言い争ったことを。私は事前に知りませんでしたが、この件は違いなくピングヤンが悪いです。疑う余地はありません。あなたは事情の詳細も知らないのに、そんなに確信を持てるんですか？あなたはそんなに素晴らしい人です。どうして悪いことがあるでしょう。それにピングヤンには前科もあります。きっと彼女が悪いに決まっています。私はすでに皇帝に注意しました。ピングヤンもしっかりと監督するように、エコひいきはしないようにと。あの方は皇帝陛下ですよ。そんなことを言って大丈夫ですか？アコウは小さい頃から私に頼ってきました。皇帝になっても、私の弟ですから、大丈夫です。前に、もし子供が欲しければ、彼のところから養子をもらえばいいって言ってました。後で、気に入った子がいたら、連れて帰りましょう。そんなこともできるんですか？気に入らなくても大丈夫ですよ。それなら、二人の世界を楽しむのも悪くないです。その話はまた後で。あなたが過去に傷ついたことは知っています。つまり、いくら美しい約束をしても、あなたを安心させられないかもしれない。言葉より行動が大事です。安心してください。いつかきっと、あなたに心から信じてもらえるようにします。はい。皇后様、引き出しました。東護衛の元を南西帝は、他に何人か愛人を持っています。その中で、最も長く付き合っているのは劉さんという女性で、南西帝のいとこです。数十年も関係が続き、娘も一人産んでいます。今は10歳くらいです。ということは、南西帝が東護衛と離縁する前から、二人は関係があったのですね。その通りです。ならば話は簡単です。南西帝と東護衛が離縁したとき、世間では、南西帝が恩知らずだと言われていました。陛下は遊びの不満を鎮めるため、南西帝の官位を下げられました。もし事実が逆転すれば、困るのは東護衛の方です。娘はどうお考えですか？今、南西帝の一家は、生活が苦しく愛人たちも含めて、明日の食事にも困る状態です。彼らは東護衛を恨みに思っているはずです。こんなに良い逆転のチャンス、彼らが逃すはずがありません。あなた方はどなたですか？私は南西帝のいとこで、彼の愛人です。夫人をお待ちしています。彼女が出てこなければ、ずっとここでひざまずいています。東洋はもう何様と離縁されました。まもなく、うちの王子とご結婚なさいます。早くお引き取りください。引き下がりません。夫人が心変わりしたからといって、私たち親子の死活を無視するなんて。あの時、もし彼女が当家の権力を利用して、私と夫を引き裂かなければ、私と子供は、長年、名もない身分で苦しまずに済んだのです。彼女は、デング夫人が、彼女とエイジージェンティンを引き裂いたと言ってる。本当？ありえないでしょう。彼女はただの愛人じゃないの。あのデング夫人が、HE センティンの本妻なんだって。皆さんご存知ないでしょうが、夫と私はいとこ同士で、幼い頃から相思相愛、私の元服を待って、結婚する約束だったんです。でも北境で、彼女は陳北将軍の娘という立場を利用して、中継に無理やりめとらせ、私たちを引き裂いたの。中継が断れば、文中で。出世の道は永遠に閉ざされていた。そんなことがあったなんて。デング夫人こそ悪人だったのか。
じゃあ、なんでわざわざ HE 将軍の愛人を責め立てて、離縁を迫ったんだろう。ひょっとして、とっくに名王殿下とできてたんじゃない？ひどすぎる。お嬢様、大変です。HE センティンのあの愛人、硫酸一重引用 VR が門前にひざまずいて、事実をねじ曲げて、あの時、あなたが彼女と HE センティンを引き裂き、HE センティンにあなたをめとるよう強要し、彼女と子供を流浪の身に追いやったと言いふらしてるんです。でたらめだ。HE センティンに女がいたと知ってたら、彼を選ばない。でも外では、通りすがりの多くの庶民が信じてしまって、みんな彼女に同情してるんです。これが広まったら、あなたの評判に響きますよ。行ってみよう。ジアオジアオ、早くお母さんって呼んで。お母さん。私、いつそんな大きな娘ができたのか知らないわ。硫酸一重引用 VR。今度はどんな芝居を打つつもりだい？奥様、夫が左遷され、俸給も足りず、子供の冬物の服さえ新調できないんです。どうかお慈悲を、子供を憐れんでください。赤の他人、なんで私があなたの子供を養わなきゃいけないの？奥様、あの時あなたが夫に目をつけ、デングカの牽制を利用して私たちを無理やり引き裂いた。さもなければ私が彼の目かけになることなんて。私は彼の制裁だったはず。そして私の子供も HE 家の嫡女だったはず。私たちが今のような境遇に陥るはずがなかった。今の私たちの全てはあなたが招いた結果、あなたが責任を取るべきじゃないですか。私と HE シェンティンは北境で知り合ったのよ。北境に行ったことある？彼のそばにあなたみたいな人はいた？嘘つきは舌が腐るよ。北境には行ったことあるわ。あの時、私は重慶の北境の屋敷に住んでたの。あなたがよく彼に会いに行くのを見てた。いつも彼にしつこくつきまとって。今は寧王様と結婚するから知らないふりするの？なんて人なの、こう見ると。HE 将軍と彼のいとここそ被害者だわ。大勢の前で私が硫酸に手を出したら、必ず噂になる。これを解決しなければ、レングカの評判を損なうだけでなく、寧王様にも迷惑がかかる。よし、北境に行ったというなら、聞かせてもらう。HE シェンティンが北境に行った時の屋敷は、どの通りにあった？家の執事の名前は？台所の料理長は男か女か？それは私。わからないわ。あの時は重慶のことばかり考えてたから。そんな細かいことまで気にしてない。あなた、わざと困らせてるんでしょ。痛い目に遭わないとわからないなら、役人を呼びましょう。誰か。彼女たちを役所に連れて行って、法廷で対決させて。やめて。触らないで。デングフウィング、彼女を離しなさい。みんな、彼女を離しなさい。やめなさい。夫様。デングフウィング、サンジはいつも弱々しくて頼りない。なぜ何度も彼女をいじめるの？最初はあなたが弟様に、私に圧力をかけて、あなたと結婚させたんでしょ。私はもう彼女たちに申し訳なくて。HE シェンティンがそんなこと言うなら、どうやら本当にデングカが権力で人を押さえつけてたみたい。デング将軍は高潔な人だと思ってたけど、今見ると、小人のやり方ね。HE シェンティン、私を誹謗するのはともかく、私の父まで誹謗するなんて、父は国のために戦死した英雄よ。両親は犬に食われたの？デング将軍の選考が立派なのは確かだけど、人に無理を強いたのも事実。私 HE シェンティンは情に熱いから、彼女たちを目かけにしたんだ。じゃあリュマンニャンは？他にも目かけがいるんでしょ？彼女たちはどこから来たの？デングフウィング、あなたは体中傷だらけだけど、私はあなたを離縁しなかった。他の女性に出会っても、隠さなきゃいけなかった。あなたを傷つけたくないから。でもあなたは、私を将軍府から追い出して、降格までさせた。自分は王妃になるのに。皆さん、私こそ被害者ですよ。デング夫人には傷跡が残っている。旦那様に嫌われるのも無理はない。女性なのに自愛しないなんて、これは。やっぱりね。この方法でデングフウィングの評判を落とせる。寧王様まで非難されることになる。今すぐフェングカに知らせて、父上に伝えてくれ。朝廷で波を立てさせて。今度こそ、絶対にデングフウィングを、失脚させる。はい、すぐに小恩公に申し上げます。
AGE シェンティン、恥を知れ。北境では、明らかにあなたが私の姫様に、しつこく付きまとっていた、ハエのように追い払っても離れない。姫様の傷はすべて、戦場で、命がけでついたものだ。戦場？どの戦場だ？私は彼女を軍営で見たことなど一度もない。デングフューイング、お前をかばうために、どんなデタラメでも、平気で言えるんだな。HE シェンティン。硫酸一重引用不 ER トグルになって、私を貶められると思っているのか。お前の側近の副将たちの多くは知っている。彼らに本当のことを言わせる勇気があるか。彼らはみんな、私の良き兄弟だ。デングフューイングという鬼嫁には、以前から不満がある。来ても私の味方になるだけだ。何が怖いものか。もしお前の行いが証明されれば、私と母上、そして310引用不 ER たちに謝罪し、さらには陛下にもしたためろ。間違いはお前であって私ではないと。お前にそんな覚悟があるか。彼があんなにずうずうしいのは、おそらく、あの副将たちと共謀して偽証しようとしているのだ。真相を知る他の者は、まだ北境にいて、山は高く道は遠い。短時間では戻れない。ここで騒ぐ者は誰だ？冥王殿か。本王は言ったはずだ。誰も王妃候補。驚かせてはならぬと、この者がここでことを起こしている。お前たちはただ突っ立って何もしないのか。役立たずどもめ。殿下を許しよう。直ちに彼らを追い払います。HE 殿、そちらの愛人と娘を早く連れ帰らなければ、我々の刀剣が無礼を働くことになっても知らないぞ。殿下、私はデングフーイングにこんなにひどい目に遭わされた。しかし、理由を求めること何が悪いのか。誰があなたの言うことが真実だと証明できるのか。あなたか。あなたの側室かそれとも腹心の部下か。あなた方の言うことは全て信用できない。もし本当に公正な判断を求めるなら、本王が自ら北境へ人を派遣して徹底的に調べさせよう。もし嘘をついていたことが判明すればそれは君主を欺く罪だ。南西帝本当にその覚悟はあるのか。この調査結果は結局は王子様が決めることでしょう。王子様は二高く権勢も強く、私は、ただの身分が低く発言力のない子役人に過ぎない。どうやって対抗できようか。その様子は野良犬と何が違うのか。他人が調査すれば権力で圧力をかけたといい。調査しなければ是非をわきまえないというでは、私がここであなたと、時間を無駄にして議論する意味があるのか。追い払え。王子と花江は全身傷だらけ。彼女をめとれば後悔します。王子に私の体に傷が残っていることは伝えていませんでした。わざと隠していたのではなく、これらの傷跡は私にとって、すべて功績の勲章なのです。ただ思いもよらなかったのは、南西帝が武人として、そんなに気にするとは、それも大勢の前で言い出したとは、もし王子様も気にされるならこの縁談は、取り消しても構いません。ええ。私を何者だと思っているのか。あなたの傷は。戦場で戦って残ったものだ。思想が。そんな恩知らずで良心のない人間だと思うのか。それに私はあなたが好きだ。どんな姿であろうと私は好きだ。今回は南西帝を追い払ったが、事態はそう簡単には収まらないかもしれない。彼は明らかに追い詰められて私を逆に攻めようとしている。気にするな。あなたは本王の妃だ。世間が何を言おうと。私は必ずあなたをめとる。彼が私を利用しようとしても私が許すかどうかだ。王子以前陛下がずっと知りたがっていたのは、因縁の若き将軍が誰かということではなかったですか？その答えをお教えしましょう。陛下臣下に奏上することがございます。近頃都で噂になっている。当家の娘と花江が、かつて陳北将軍を利用して圧力をかけ、南西帝と彼のいとこを引き裂き、今になって逆に、南西帝を非難している件は、礼法に背く行為でございます。臣下南雲キーの無念を代わって申し上げます。臣下も同感です。臣下らは元踊り児童娘子に同情しておりましたが、忠烈の意地それで彼女のために正義を貫く。まさか彼女が悪人先告げするとは。朝廷はもともと武将が乏しい。
近年トルコが消結を極め朝廷はまさに人材を必要とするとき、秦は主張するイエン将軍の官職を回復することを、将兵たちを失望させないためです。秦らも同意します。なんと、我が大張の朝廷は弾力皆無の。噂をすぐ信じる愚か者ばかりとは。ただ H.E. シェンティンの言いがかりだけで。あなた方は、王家の婚約者の過ちだと思うのか。伝具将軍の御霊が、安らかに眠れないことを恐れないのか。冥王殿下我踊り時は殿下が伝具娘に思いを寄せ、いつも彼女をかばっていることを知っています。しかし殿下一人の女性のために、武将を抑圧するとはまさか。伝具娘がまだ離縁していない時から、殿下は伝具娘を奪っていたのですか。冥王殿下。もし本当なら君主のすることではありません。どうか冥王殿下には対局を重んじ、伝具内の娘との婚約を解消し皇室の面目を保ってください。殿下には対局を重んじてください。本日は、冥王の婚礼の話はひとまず置いて、陳には別のことを発表する諸教は聞いたことがあるか。かつて伝具将軍の帰化に銀面の若き将がいた。勇猛無比で何度もトルコを打ち破った。銀面の将は行方知れず。おそらく死んだと言われていたが陳は今になって知った。彼女は死んでおらずしかも都にいるということを。素晴らしいこの了承を得ることは我が大張の幸いです。陛下おめでとうございます。この銀面の将はトルコへの抑止力は、イエン将軍とは比べ物になりません。今彼女を得て。トルコももうこれ以上はガタつけないでしょう。たとえ銀面の将が現れたとしても、伝具将軍が武将を陥れた行為は、明白で恥ずべきことです。おそらく。昔の伝具老将軍も彼女たちのために権力を乱用した。私の見るところ。伝具家の名誉はもう保てません。もういい。余計なことは言わずに銀面の将を招き入れましょう。陛下 H.E. 運気はまだ宮の外でお待ちです。直接陛下に申し上げたいとのことです。では一緒に入れましょう。銀面将軍 H.E. 運気を参内させよ。新 H.E. シェンティン陛下に拝謁します。みんな平身せよ。おかしい。この銀面の若き将軍の声も姿も、どこかで聞いたことがあるような。何か言いたいことがあるなら、遠慮せずに言いなさい。陛下、申し上げます。突厥が動き出そうとしております。我が大張の国境を幾度もかき乱しております。かつて北境に数年滞在し、突厥と何度も戦いました。国に尽くす心はあります。どうか陛下、微臣を、将軍の職に復帰させてください。いずれ突厥と戦う時が来れば、秦は先頭に立ち、陛下のために命を捧げます。なんと高潔な志か、感服いたしました。あなたは口を揃えて言う。伝具家があなたに無理やり伝具娘と結婚させたと。それでいとこを目かけにしたと。これは本当か？秦は、よく考えてから答えるがよい。陛下の前で嘘をつけば、それは明らかな欺瞞です。陛下を欺くなどとんでもございません。秦の言葉はすべて真実です。ふむ。だが私は長年国境にいて、伝具娘とは親しい。彼女があなたにしつこくつきまとったなど聞いたことがない。むしろ聞いた話では、H.E. 将軍が伝具娘を口説くために、将軍の門前に何ヶ月も張り込み、追い払われても去らなかったと。北境では一時話題になったそうだな。陛下、この者の言葉は信用できません。むしろこの者の素性が怪しいと存じます。銀面将軍は長く行方知れず、音沙汰もないのになぜ突然都に現れたのか。秦は疑います。陛下が人材を探していると知った者が、
わざと銀面将軍を名乗っているのではないかと。陛下、H.E. シェンティンの言う通りです。冥王が仕組んだのかもしれません。混乱を狙って。H.E. 伝。10年前、あなたは毒蛇谷で正気に当たり、正気を失った。私が単身で谷に乗り込み、あなたを救い出した。当時、H.E. 殿は我を忘れ、人を見れば切りかかった。あなたが狂乱して他人を傷つけるのを止めようと、私は人たち浴びた。今もその傷跡が残っている。H.E. 伝は面目を重んじるお方だから、このことを誰にも話さなかった。私以外には、他の者は知らない。陛下、H.E. 伝の反応をご覧ください。この銀面の若武者の言うことは、事実のようです。H.E. 伝、自分の命の恩人すら、認められないというのか。H.E. 伝、私に救われたことを。恩知らずだと思わせないでくれ。H.E. 伝、これは本当か？陛下に申し上げます。確かにその通りです。銀面の若武者の素性は間違いなさそうだ。彼女は北境の者。どうやら、あなたが先に天狗娘に言い寄ったようだな。これについてどう説明する？陛下、おそらく銀面将軍は軍務が多忙で、必ずしもその内情を知っているわけではない。護衛は私にこう言ったことがある。美神を初めて見たとき、心が動いたと。当娘氏が初めて姿を現したのは、彼女の母と共に軍営の中だったと記憶している。そう、まさにあの日だ。確かなのか？確かだ。まさにあの日だ。護衛は私に一目惚れした。少子千番、全く少子千番だ。なんせいて、お前は知っているのか？あの日軍営に現れ、当夫人の後ろについてきた。帳棒をかぶった女は、東郷 A 本人ではなかった。彼女の次女、春蘭だったのだ。どうして知っている？陛下、おそらく銀面将軍が間違えたのでしょう。美神は覚えています。その時、銀面将軍は突厥の本営を攻撃し、数ヶ月戦っていた。我が軍の中にはいなかった。どうして彼が、あの女が右衛ではないと知り得ようか。では、もし私が言ったら、私が東護衛だとしたら？なんだと？何？これは、この銀面の小姓がどうして東家の娘になった？そうだ。ありえない。東護衛、どうしてお前なんだ？陛下、10年前の春、神女は兵を率いて突厥を攻撃しました。2ヶ月戦い、自らの手で突厥首領の首をはね、彼の狼分配を取り戻しました。これが彼の随身の神仏、唯一無二のものです。また、辺境の戦士が誇りとする戦利品でもあります。南西帝が言う通り、あの日、私は戦っていた。どうして軍中に現れようか。ましてや彼に一目惚れし、彼に付きまとうなど。私が、次女に私の姿を装わせたのは、私の母が。私の怪我を心配し、あらゆる手を尽くして、私が二度と、銀面故障の身分で人前に出ることを禁じ、娘の姿に戻るよう命じたからです。神女は本来承諾していましたが、あの一血の奇襲を聞き、母が妨げるのを恐れ、次女に帳棒をかぶせ、私の姿に装わせたのです。南西帝の話は穴だらけだ。すべて誹謗中傷だ。護衛。銀面の小姓。なんとお前だったのか。つまり、お前が私を救ったのか。はい。私の体にあるあなたが剣をする傷は、すべて戦場でついたものだ。左肩の傷も、あなたが自ら切りつけたものだ。知らなかった。私は、護衛、許してくれないか。中傷するつもりじゃなかった。焦りすぎた。あなたが冥王に嫁ぐのを見たくなくて。口が過ぎてしまった。ガ様、あなたが嫌った元妻は、万人に称えられる英雄だ。功績もあなたを上回る。長年、名を隠し、争わずにあなたに嫁ぎ、道を整え、出世を助けた。しかし最後に得たのは、あなたの裏切りだ。彼女に顔向けできるのか？護衛。
私が悪かった。我を忘れ、左遷に納得できず。あなたを傷つけた。許して戻ってきてくれ。あなたは、可能だと思うか。私のことをまだ気にかけていると知っている。恨むのは、愛ゆえの憎しみだ。一夜の夫婦は桃日の恩。ましてや、10年の夫婦だ。ご英、あなたなしでは生きられない。誓う。すべての側室と娘を追い出し、一人の息子だけを残して老後を支えさせ、あなたの救命の恩に報いる。どうだ。その偽りの深い情けはやめろ。見ていて本当にムカつく。もし本当に恩返しがしたいなら、これからは、私から遠く離れて、二度と会わないでくれ。陛下。画聖帝の欺瞞の罪は確定しました。許すべからず。陛下、真はそそのかされたのです。ほう。そそのかされた？では、どんなものが、あなたにそのような是非をもてあそばせたのだ。はい。陛下。画聖帝は陛下を欺きましたが、大罪とは言えません。どうかお許しの機会を、功を立てて罪を償わせてください。小恩公の言う通りだ。画聖帝、お前は北境と突決に詳しい。ならば、北境に戻れ。陳は、お前がしっかりと功を立て、心を、正しい道に注ぐことを望む。陛下のご恩に感謝いたします。当娘氏は先行かくかく、今回も不遇を被った。陳は必ず重く賞し、保証する。陛下、ありがとうございます。退庁いたします。陛下、ご退席を。フーイング、あなたが私を救ってくれたんですね。なぜ一度も言わなかったのですか？面倒くさくて言わなかっただけです。もし最初から知っていたら。もしはありません。君子は行動で評価するもので、心の中までは論じません。あなたがしてきたこれらのことから十分にわかります。あなたがどんな人間かということが。毅然位廃教領。これからは真面目に生きなさい。二度と私の前に姿を見せないでください。どけ。皇帝の命により、明日出発して直ちに北境へ向かいます。3年5年は帰ってこられないでしょう。母は年を取っており、寒さの苦しみに耐えられません。京城に留まるしかありません。あなたたちの中で、誰が私と一緒に北境へ行きたいですか？誰が残って母の面倒を見てくれますか？ご夫君、この子はまだ生後満月です。長旅は無理ですよ。私はもちろん京城に残ってこの子の面倒を見ます。夫君、出発する前に私たち母子のために、値打ちあるものをたくさん残しておいてくださいね。あなたの息子を飢えさせないでくださいよ。ああもう、毎日お金のことばかり言って。私の息子がやっとの思いで貯めた財産を、全部あなたが取り上げてしまう。子様、私に話しかけるときはもう少し丁寧にした方がいいですよ。万一将軍様が言ってしまって、私の機嫌が悪くなったら、細かいことまで面倒を見られなくなるかもしれませんからね。夫君、私も行きません。私は小さい頃から体が冷えやすいんです。ジアオも私に似て、北の寒さには耐えられません。ああ、そうです。夫君、私たちも行きません。どうやら一人残らず行きたくないようですね。私一人で寂しくあそこへ行けというのですか？そばに世話をしてくれる女も一人もいないなんて。そうしましょう。私についてきたいものは、側室に取り立ててあげます。レイジー・シェンティンは皇帝とネオ王に逆らった。一生這い上がれませんよ。バカだけが彼の絵空事を信じます。よし、お前たちみんな恩知らずめ。私がここ数年お前たちを養ってきたの。フーイングにも申し訳ないことをした。フーイングがまだここにいたら、北境どころか、天へ昇り地へ潜ろうとも。彼女は喜んで私に付き添ってくれたでしょう。
そんなに彼女が好きなら、追いかけて連れ戻せばいいじゃないですか。もうすぐ彼女は名王妃になりますよ。あなたと天一へなんて付き合っていられません。あなた。もういい、行きたくないなら行かなくていい。お前たちは教場でおとなしくしていろ。母と息子をしっかり面倒見てくれ。誰かがこっそり食べてるのを見つけたら、容赦なく叩きのめす。あなた、奥様の次女ですね。うちの姫君がお目にかかりたいと。どうぞお越しください。行きません。断れませんよ。奥様、奥様。わざとでありません。陥れたわけでは。どうかお許しを。誰の指示だ？いえ、誰でもありません。私と夫があなたに恨みを抱いておりまして、出た飴を言ってしまったのです。この件、あまりに大げさになり、陛下の耳にも入ってしまいました。HE シェンティン用まで北境に流されてしまったのです。わかっているのか？奥様、私には10歳の娘がいます。私、ここでダメになっては。奥様。我が妃を中傷する前に、10歳の娘のことを考えたことはあったのか。今になって後悔しても遅い。妃を謀った罪は明白だ。わしがすべて処断する。いえ。ゴーマ分屍屍にするか。それとも粉々にするか。王様、王様。私が悪うございました。もしすべて話せば、命だけはお助けいただけませんか。まずありのままを話せ。それから命を取るかどうか決めよう。はい、一人の知らない女がおりまして。どうするか教え、金を渡し。成功すれば倍払うと言いました。以前、夫は殿下に頼って不自由なく暮らしており、給料も私たち側室に分けてくれました。しかし、奥様に屋敷から追い出されてからは、たちまち金に困るようになり、何でもかんでもリュマンニアンの方に回すようになり、本当に仕方なく彼女に従ったのです。知らない女だと？どんな顔をしていた？彼女は厳しい口調で理由もなく怖がらせてきまして。そばには顔色が白く唇の赤い男がおり、声が細く、まるで宮中のもののようでした。やはりな。心当たりがある。連行しろ。まず拘束しておけ。はい。嫌です、嫌です。奥様、王様、お許しを。朝廷では、常温公がHE シェンティン用を擁護し続けていました。あの方は皇后様の父上です。この前、私がピングヤンの腕をもぎ取ったばかり。おそらく、皇后様に恨まれたのでしょう。栄養は権力を傘に来て人をいじめる。彼女は皇后として取り締まらないどころか、むしろ悪に加担している。どうりで平陽が、彼女に教えられて勝手気ままに無教養になったわけだ。私は宮中へ行きこのことを陛下に話す。必ずや君に公正を求めてみせる。王様下僕がまだ通報していません。王様。後継一体どうしたのですか。陛下神は、霊も高く障害も患っています。やっとの思いで妻をめとり、この生涯へ一人を妻とします。どうか陛下を慈悲を持って彼女を困らせないでください。後継まずお立ちください。どうか陛下へを困らせないでください。後継何をおっしゃいます。彼女は陳の未来の兄嫁。さらに陳が苦労して探し求めた銀面将軍陳は当然彼女を大切に扱う。どうして困らせようか。ではなぜ宮中の女官が、南西帝とその愛人を買収し、彼らに騒ぎを起こさせ英の名声を傷つけさせたのか。もし英自身が自分が銀面の故障であることを証明しなければ、不当に汚名を着せられていたではないか。宮中の女官。皇后の仕業だ。皇后は平陽を溺愛している。
A はただ大王女を守ろうとしただけ。平洋にいじめられるのを皇后に恨まれた。堂々たる皇后が昇進で、是非もわきまえず兄嫁を図るとは。どうして人々を従わせられようか。後継何か誤解があるのでは。皇后は妊娠中で。つわりがひどく自分のことすらままならない。どうしてこんなことに手を出す余裕があろうか。陛下がお信じにならなければ。あの愛人を連れ戻し皇后と。側近の女官と対決させるがよい。あの日朝廷で。火に油を注いだ者たちも皆小雲公の側近。彼自身もずっと栄を狙っている。これは誰の目にも明らかだ。後継まずお立ちください。陳が約束するこの件は、必ずや兄嫁に納得のいく説明をする。それでよかろう。それでこそだ。あこう。来たか。亜生陳に聞きたいことがある。南西帝のあの愛人は、外で兄嫁に関する噂を流している。お前の指示か。あこう。これはどういう意味だ。東郷への件。私に何の関係があるの？あれは彼女自身が。愛人の問題をうまく処理できず、トラブルを招いたんだ。彼女の能力不足だよ。あの愛人はすでに認めた、指図した人物は宮中にいると。陳に命じて、お前の側近の女官をすべて捕らえさせて、一人ずつ取り調べるのか。私がやったとして、どうするの？誰があの子が平洋をいじめていいと思ったの？彼女は静寂の王女よ。二度目の結婚をした女にいじめられるわけがない。ただちょっと教訓を与えただけ。平洋が理科をいじめなければ、皇室、皇后は手を出さなかったはず。皇兄嫁はただ、私たちの未来の兄嫁なだけでなく、重心了承でもある。あなたは彼女を失望させるべきじゃない。彼女のような一度しか結婚してない女に何の力があるの？彼女は目上を無視し、身分の違いもわきまえない。あこう、私はあなたがネ王と彼女に対して、あまりにも甘すぎると思う。陳とネ王は君臣であり、同じ母から生まれた兄弟でもある。陳が幼い頃、いつも兄が私を守ってくれた。あなたと皇兄嫁は嫁同士、陳はあなたたちが仲良くしてほしい。これからは安心して妊娠生活を送りなさい。六宮の業務は、一時的に貴妃に任せる。あこう。陳の決意は固い。これ以上言うな。者ども。皇后様、勝利家が目上の者に逆らった。言動が不適切だ。彼女の王女の身分を剥奪しろ。でも陛下は後宮のことは貴妃が代行するとおっしゃいました。私は皇后よ。たかが一人を拝するのに。彼女の同意が必要なの？はい。臣下の娘が陛下に拝謁します。後継、皇室、礼はいい、席を賜れ。皇室、以前あなたが中傷された件、陳は本当に申し訳ない。皇后は平洋の気を晴らそうとして、一時的に頭が混乱したんだ。皇室、どうかお許しを。陛下、ご心配ありがとうございます。臣下の娘はただ、理科王女がかわいそうで、心が痛んだだけです。久しぶりに理科王女に会っていません。彼女は最近元気ですか？どうやら皇兄嫁は理科という子がお好きなようだ。カシズ王、理科を連れてこい。皇兄嫁に見せてやれ。はい。ここ数日、陳はずっと考えていた。皇兄嫁に何を褒美として与えるべきか。聞くところによると、あなたは店舗を経営しているそうで、きっと金銀には困らないだろう。他の宝石や玉器も、あなたが何を好むかわからない。それなら、あなたが何が欲しいか、直接陳に言ってくれ。国に尽くすのは臣下の本分、褒美はいりません。もし皇后様が今後、栄を困らせなければ、それが最大の褒美です。後継、ご安心ください。陛下はすでにエイチングを叱責しました。彼女はもう二度と面倒を起こさないでしょう。陛下、大王女が参りました。あれ、彼女の姿が見えませんが、それに、彼女を公主に殺風したはずでは、どうしてまだ大王女と呼ぶのですか？大王女が申しております。今朝、皇后様が使者を使って彼女を叱責し、さらに彼女の公主の位を剥奪されたとのことです。故に今、彼女は公主ではありません。大王女は朝からひざまずいて罰を受け、膝がひどく痛んで歩くのが遅いため、下僕が先に参り、
陛下にご報告申し上げます。公主の身分はなんと尊いことか。簡単に廃位できるものではありません。皇后様は全くデタラメです。大王女、到着。父上、ごきげんよう。陛下、リファに起きて話させていただけませんか？もちろんです。リファ、早くお立ちなさい。リファ、皇后はなぜ突然あなたを罰したのですか？娘にもわかりません。母皇様の小川の女官が、今日突然やってきて、娘が目上の方に無礼を働き、行儀が悪いと叱り、娘を廃位し、さらに罰として、庭に2時間ひざまずかせました。しかしこの数日間、娘は母皇様に一度もお目にかかっておりません。ましてや無礼など働いておりません。聞くまでもありません。皇后は陛下に罰せられた腹いせに、すべての怒りをリファにぶつけたのです。臣は以前から申し上げておりました。皇后は小心者で、陛下はお信じにならなかった。陳は、陛下、以前お尋ねになった神女が何を望むかと。神女、決めました。皇室、どうぞおっしゃってください。神女はリファを養女に迎えたいのです。以前、名誉お殿下からお聞きしました。陛下がお子様の一人を私たちに養子にくださると。神女はリファが欲しいのです。いかがでしょうか？陳は確かにそう言った。もし公安に嫁が、リファのこの子を気に入ってくれるなら、彼女を王府に連れて行ってもよい。ただし、この件はリファ本人の意思を確認する必要がある。リファ、私たちの娘になってくれる？もうすぐ私と王子が結婚するの。式が終わったら、あなたを王府に迎えたい。いい？紅白馬、私は、紅白寺と紅白馬の娘になりたいです。では、王子は？イング、それがあなたの望みなら、本王として。断る理由はない。それにこの子はあなたと縁がある。本王も彼女が気に入っている。それは何よりだ。イング、どうして突然リファを養子に迎えようと思ったの？一つには、本当にこの子が不憫で。彼女は宮中で孤独で頼るものもなく、皇后は無道で。皇帝も彼女を心にかけていない。放っておくよりは、人に冷たく見捨てられて無駄に過ごすより、彼女を連れて行った方がいい。二つ目に、私も自分が子を授かるのが難しいのではないかと心配している。彼女がいれば、私たち自身の子供ができたようなものだ。イング、子孫のことは気にしなくていいと言っただろう。でも、娘ができたのはやはり大きな喜びだ。イング、君はもうすぐ私の妻だ。本当に嬉しい。イング、愛している。どうして返事しないの？私、なんて返事すればいいの？さっき私が嬉しいと言ったら、君も嬉しいって言った。じゃあ私が愛しているって言ったら、君は？私、とても感動している。イングはやっぱり私を愛していないんだ。もういい、もういい。この王が勝手に思い込んでいただけだ。ならばこの王は、これからもっと努力して、いつか。イングの心の中に、ほんの少しでも居場所ができるように。私、いつあなたを愛していないなんて言った？じゃあイング、君の心の中に私がいるんだね。そんな早口言葉みたいなこと、面倒くさい。また逆に走っちゃった。知ってる。デュマンニアン、死にたいのか。よくも私を家から追い出したな。もし息子に知られたら、お前をぶち殺してやる。お前の息子は皇帝に辺境に流されたんだ。召喚なしに都に戻れない。まだ息子が、イエン将軍だと思ってるのか。親不孝者め。それがどうした？
この屋敷の使用人の給料は全部私が出している。彼らも私の言うことしか聞かない。この老いぼれ。一日中あら探しばかりして誰が我慢できるっていうの？私よ。毒薬で殺さないだけでも私が心優しい方だ。これ以上私を訪ねてきたら人を雇って足を折るからな。開けて。開けて。早く開けなさい。とんでもない。息子が国境に派遣されたばかりなのに嫁が私を家から追い出した。この親不孝者め。天罰が当たれ。デュマンニアン、中に隠れるなんてずるい。出てくるなよ。じゃないと毎日ここで騒ぐからな。私にどれだけ我慢できるか見てやる。開けてよ。開けて。開けて。うせろ。また来たら、次は糞をぶっかけるからな。また明日来るからな。天狗封印具。冥王様が今日ご結婚で、ご自身で天狗家までお嫁迎えに行かれたそうです。早く見に行きましょう。なんだって？冥王のご成婚？あの東郷映画。本当に冥王に嫁いだのか。ええ、迎えに来たよ。うん。腰にお乗り。うん。冥王様は幼い頃から足が不自由だって聞いたけど、見た感じ、普通に歩けてるじゃない？そうだよ。普通の人と変わらないよ。何も知らないくせに。この間、王様は、非殿下を安心させるため、毎日痛みに耐えて新治療を受け、マッサージや訓練に励んで、どれだけ苦労されたことか。これが愛の力ってやつだね。東郷へ。この野郎。うちの息子を散々苦しめておいて、自分は華やかに嫁ぐとは。お前は、絶対に許さないぞ、東郷へ。忍でなしめ。何の音？大丈夫。目が節穴な奴が逆上してるだけさ。もう彼女は君を邪魔しない。本当にお似合いのご夫婦だね。良縁だよ。ええ、ついに君は僕の妻になった。ええ、初めてだから教えて。王様は生まれつきの才能をお持ちで、私が教える必要などありません。ええ。いい香りだ。さっき王様が初めてだって言ったけど、嘘でしょ？ええ、どうしてそう思う？高貴な家の貴公子たちでさえ、教養係の乳母がいるのに。ましてや王子様ならなおさら。理科の聖母だって、陛下の教養係の乳母だったじゃない。噂が出るのも当然だね。どんな噂？別に。言わなくてもわかってる。巷では、俺は女に興味がなく、それどころか不能だって噂されてる。じゃあ、A はどう思う？この噂は本当だと思う？それとも嘘？
もちろん嘘です。そんなに自信なさそうに答えるなんて、検証が足りなかったみたいだ。もう一度やってみよう。いいえ、結構です。必要だ。母校、お茶をどうぞ。いい子だ、早くお立ちなさい。はい。後継、皇室、おめでとうございます。今や家族同然、心を一つにすべき時です。皇室の輪を乱さぬよう、ご配慮を。英姫、聞くところでは理科を。ねえ王府へ養子に出すおつもりとか。はい。この子がとても気に入りまして、これからは、実の娘同然に育てます。ふむ。それなら宗戸府に命じて玉長を改めさせよう。理科を軍主に封じることに。母校、それはいかがなものでしょう。おや、どうしてかね。理科は公主に封ずべきだと存じます。とんでもない、親王の娘が。公主になれるわけがない、規律を乱すな。理科は生まれながらに母を失い、今また王女の身分で養子に出されれば、世間は理科が帝号に疎まれていると、思い込むでしょう。太后陛下と皇后のご名声にも傷がつきます。故に理科はもとより、陛下のご子息、公主にふさわしい、たとえ養子に出されても、相応の尊厳と体面は欠かせません。そうすれば民衆も、帝号の深い慈愛を感じ、陛下の、兄弟愛や太后の寛大なお心も知るでしょう。母校、英姫の言う通りです。理科の養子縁組より、むしろ、これで皇室の情愛の薄さを噂されれば、本末転倒です。皇室の火事に外野が口を出すな、認めぬ。そもそも理科はとっくに、公主に封ずるべきだった、愛花の手落ちだ、皇后も、気にかけていなかったようだな。これまでこの子は随分辛い目にあった、皇帝。どう思う？母校、公安に嫁の言う通り、結局は我々が、理科に負うところが大きい、ならば公主に封じよう。号は安和とせよ。なんですと、さらに称号まで、陛下、行き過ぎでは。これで決めた、副王。中書省に直使を起草させよ。校長女と勝利家を、安和公主に封ずる、また宗戸府にも通達し、安和公主の玉長を改めさせよ。寧王府へ養子とする。承知しました。陛下、皇后、六宮の主として寛容で慈愛深く、すべての子を平等に扱うべき、このような興奮ぶりは、みっともない、申し訳ございません、取り乱しました。なんですって、あの次女が宮中から追放されたと。寧王に養子縁組され、玉長も寧王の名義に改められたの。下女は下女よ、これが逆らった罰。この姫君への仕打ち、当然よ、あの片輪の養女にされて。足の不自由な父に不妊の母、誰にも養われない身。家族3人もお似合いね、姫君、他に何か。言ってみなさい、この姫君を楽しませて、王女が大英知位姫に封ぜられたって、何？大英知位姫に封ぜられた？あれは宮殿から追い出されたのに。養子に出されたのに、どうしてまだ姫なの？それも大英知位？この姫も、風貌はピングヤンなのに。彼女は嫡出でもない、功績も何もない。大英知位に封ぜるなんて、誰が認めたの？はい、陛下です。でも何よ、早く言ってよ。でも、寧王妃が申し出たんです。寧王妃？あの不妊の老女が、本当に皇族に嫁いだからって、偉そうに振る舞えると思ってる、目立とうとして。母校も本当に、どうしてやめないの？どうしてそのまま？父上が騙されるままに、皇后様、どうして陛下を説得できましょう。それに陛下も太后用も、寧王妃の味方です。皇后様はそのせいで、動揺して流産しそうになったんです。許せない。父上が、私たちの仇を取ってくれないなら、
私たちで方法を考えるわ。姫君、何をなさるおつもりです？あなたが宮を出て、この姫の叔父を探して、この姫と母校が、あの老女にいじめられたと伝えて、叔父は乱暴者だから、きっと彼女を懲らしめる方法がある。必ず、きつく懲らしめてね。はい。リファ、これからここがあなたの部屋よ。早く見て、気に入るかしら。好き、ありがとう、お母さん。その服、どうしてこんなに古いの？サイズも合ってなさそう。じゃあ今度時間ができたら。お母さんと一緒にたくさんお店を回って何着か買いましょう。お母さん、お金を使わなくていいよ。直せば着られるから。この子は、姫君なのに、こんなに気をやって。きっとこの何年も、宮中でたくさん苦労してきたんだわ。リファ、知ってる？お母さん、名義でたくさんお店を持ってるのよ。布地や既製服の店もあって、お母さんはお金持ちなの。これから何か欲しくなったら、遠慮なくお母さんに言ってね。うん。あ、そうだ、あなたの誕生日はいつ？私。王妃様、実は姫君の誕生日は今日なんです。今。あらまあ、大丈夫。お母さんが人を呼んで。ちゃんと準備して素敵な誕生日を祝いましょう。いいえ、お母さん、私の実母は、私を身ごもった時に難産で亡くなったんです。ずっと誕生日は祝わないんです。そうなんだ。じゃあ、ごちそうぐらいはいいでしょ。じゃあ。お母さん、麺を作ってくれない？麺が食べたいの？今日はお母さんが腕を振るうよ。さあさあ。長寿麺が来たよ。早く食べてみて。お母さん、これまでで一番美味しい麺だよ。あなたって麺一杯で満足しちゃうのね。あなたは大英地位のお姫様よ。実は、お姫様かどうかなんて考えたこともなかった。前は、ただ家が欲しかった、私を愛してくれる両親や家族が、もう一生手に入らないと思ってた。でも今は違う。私を愛してくれる母妃と父王がいる。やっと家ができた。いい子、早く食べて、これからはお母さんがいる限り。誰にもいじめさせない。さあ。リファ、お母さんが何枚か服を選んできた。奥の部屋に置いてあるから試着してみて。向かいに和菓子屋があって。あそこのあんこ餅がすごく美味しいの。買ってきてあげるから食べてみて。うん、じゃあ先に服を試着するね。ここでお母さんを待つ。お姫様をよろしく。どけどけ、邪魔だ。若様、下々の者がこの目で見ました。デンブフーイングがこの店に入りました。この店は間違いなくデンブ家の店だ。よし。今日はこの店をぶっ潰してやる。デンブフーイングをこっぴどく懲らしめてやる。姉上とピングヤンの恨みを晴らしてやる。行くぞ。若様、当店はただいま営業しておりません。さっき外に札をかけましたので、どうか。他のところでお買い物なさってください。この店の主は、デングフーイングでございますね。はい。当店の主は名王妃でございます。何をするんですか？何をするんですか？やめてください。やめて。動くなと警告する。さもないと。この刀で首をかっ切るぞ。デングフーイング。
出てこい。何者だ？早々にお引き取りください。ここにいたか。どけ、邪魔だ。お嬢様。リュウ ER、何があったの？何者だ？出て行け。まさか、あなたがデング封印具？私は、デング封印具で在庫者老女だからこんなに若くて美しい娘であるはずがない。はずがない。無礼者。私の母妃に口を出すとは。母妃。ああ、わかった。あなたが彼女が養子にした。可愛い子なのね。なかなかの美人だ。どけ。私は大英知恵姫よ。近寄らないで。大英知恵姫だって。皇帝陛下はあなたのことなど気にも留めていない。今日、私があなたに手を出しても、陛下は私を罰することはない。義理の弟だからね。お母様。姫君、大丈夫ですか？リファ、心配しないで。お母様がいるから。誰もあなたをいじめさせない。デング封印具、よくもそんなことを。私を傷つけるとは。へい。呼ばないで。あなたの連中はもう倒れているわ。デング封印具、警告しておく。すぐに私の部下を解放し、謝罪しろ。さもないと。姉上に命じてお前を殺させるぞ。あなたは皇后の実弟、小恩公の息子。その通り。私こそあなたが逆らえない存在だ。道理で。皇后やピングヤンが普段、あんな醜態を晒しているわけだ。あなたを見て答えが分かった。小恩公の家訓とは、なんと卑劣で下劣なものか。この女、なんて言った？口が不潔なら叩かれるべき。私の娘に手を出そうとは、万死に値する。この共女、死にたいのか。どちらが死にたいか見せてもらおう。私を傷つければ、全くの無残な死に方をさせてやる。かねてから小恩公の息子は悪事を働き、多くの良い娘たちを傷つけ、すべてがもみ消されてきたと聞く。誰も追求しなかった。天下の誰もが知っている。私の姉は陛下の寵愛を一身に受けている。あなたが我がフェング家に逆らうことは、陛下に逆らうことと同じだ。フェング家であろうが、馬家であろうが、たとえ天帝が来ようと私の娘をいじめる者には、必ず代償を払わせる。お母様、フェング家が報復してきたらどうしますか？やはりやめておきましょうか。リファ、心配しないで。ここはお母様に任せて。あなたは先に出て行きなさい。姫君をお連れして。はい。姫君。今日ここで俺を殺さなければ、お前の娘は必ず俺の手で殺す。王妃、これは？死んだ。彼は小恩公の唯一の息子、皇后の実弟です。おそらく評価はこのままでは済まないでしょう。役所へ行って、この男を知らないふりをしろ。公主がここで買い物中、この男が公主を暗殺しようとしたと言え。私が母親として気づき、殺したと。はい。評価が役所へ訴えたいなら、どうぞご自由に。この世に天理も王法もないのか、見せてもらおう。リカ、泣かないで。母さんがいる限り、誰もあなたをいじめられない。表彰。彼は表彰だ。
今日、私の店は営業していません。公主が店内で服を選んでいました。彼が怪我を連れて乱入し、公主を暗殺しようとした。幸い私がすぐに気づき、一刀で刺し殺しました。やっと公主の命を守れました。ネ王妃はご存知ですか？彼は皇后様の弟。小恩公の息子ですよ。なんですって？間違いでしょう。皇后の実弟が。なぜ公主を暗殺しようとしたのですか？小人にもわかりません。まずは氷貴巫女の遺体を氷河へ送り、残りは陛下へ上奏しましょう。ご随意に。これはどういうことですか？ああ、人死にに出た。誰が死んだ？何が起こったんだ？誰かが安和公主を暗殺しようとした。ネ王妃に逆に殺された。その賊が、実は小恩公の息子、氷晶だった。氷晶は大胆すぎる。公主さえ殺そうとする。彼は皇后様の実弟で、ここ数年悪事の限りを尽くしてきた。私に言わせれば死んでよかった。胸がスッとする。そうだ、胸がスッとする。皆さん、用がなければ解散してください。解散、行きましょう。王妃、かなりの人々が、氷晶の死を望んでいたようです。悪事を重ねれば自滅する。行け、彼の悪行を広めよ。小恩公が文句を言おうとしても、理屈は通らない。はい。陛下、新将の唯一の弟が、東湖営に殺されました。今、父は白髪で黒髪を見送り、心が張り裂けそうです。陛下、お願いします。必ず阿将のためにお裁きを。東湖営を死死せよ。しかし世間では、今日明が先に理科を刺したと、言われています。公安に嫁はただ子供を守るためだった。でためた阿将はそもそも、子理科を知らない。どうして殺すはずがあろうか。ねえ王とねえ玉人。この女。皇后様。自重なさい。私の唯一の弟をこの女に殺されたのに、まだ自重しようというのか、この毒婦は。皮を剥ぎ骨を抜き車先の刑にするべきだ。陛下母妃を罰しないでください。母妃は私を守るためにやむなく手を出したのです。あの人のことなんて全然知らないんです。理科一体どうしたのだ。母妃の店で着替えていたら。なんだと。この小娘何をデタラメを言っている。黙れ。陛下あの人に私は陛下が直々に封じられた姫だと伝えました。それでも彼は気にせずたとえ私に手を出しても、陛下は気にしないだろうと言いました。理科は寧王府に養子に入りましたが、それでも陛下の身の娘です。陛下は本当に理科を放っておき、他人に恥ずかしめさせますか。とんでもないお前は陳の身の子。陳は誰にもお前を傷つけさせない評価の人でも。ダメだ。陛下。彼女は絶対に東湖営と結託しています。それに阿将がもし彼女が姫だと知っていれば絶対に手を出しません。では私が皇后にお聞きします。あの店はそもそも開いていませんでした。なぜあなたの弟は人を連れて押し入り物を壊したのですか？彼は何を企んでいたのですか？理科が生まれて以来あなたは彼女を憎み虐待してきました。宮中では誰もが知っています。今はもう寧王府に入ったのに。評価の者はまだ彼女を放っておかない。彼女はただの子供です。なぜそこまで許せないのですか？陛下違います。平陽が我慢できず。神戸が私がおじいさんです。おじさんに伝風案を叱らせて。この小河合には向かってないよ。違う。陛下、私を殴るなんて。リーファは陳の長女。陳が自ら封じた大宝王女。お前は口々に彼女を小河合という。お前の目に陳はいるのか、皇族の血筋はあるのか。それにピンヤンも。何度もリーファを狙う、お前は母校として。導き戒めるどころか、むしろたびたび甘やかす。彼女を無法者にさせ、どこに少しでも王女の姿がある。
そしてお前の弟、彼は死んだけど、ここ数日、彼を弾劾する上層軍が絶え間なく、シンは今になって知った、彼がこんなに多くの汚れた習字をしたことを。皇后、彼がしたこれらの習字、本当に知らなかったのか。陛下、アシェンは私の弟、あなたの弟でもあります。陛下、彼を少しは許してあげられませんか。王子が法を犯しても、なお庶民と同罪。ましてや彼は王子ですらなく、シンがなぜ彼を許すのか。公兄嫁が彼に終止符を打ったのは、民のために害を除いたとも言える。陛下、今日から、ピーニャンを皇室の寺院に送る。毎日仏教を書き写し、一歩も離れることを許さない。お前については、この子を産んだら、自ら配合を願い出よ。リーファ、今日どうして陛下と。あんな話をしたの、母さんが言ったでしょ。これらのことはあなたが関わらなくていい、私と父王に任せて。母さんは私のためにフェンシェンを殺した。私も母さんの負担を少し分担したい。陛下はあまり私を気にかけていないけど。私が宮殿を離れる日、見て取れた。彼はまだ少し後ろめたさを感じている。だから、私が。この後ろめたさを利用して。彼にフェンシェンを憎ませよう。それに。私も知りたい。もしフェン家の人々が本当に私を恥ずかしめたら。彼は無関心でいられるだろうか。いい子だ。そうだせい、最近朝廷で、フェンシェンを弾劾する人が少なくない。あなたの仕業だろう。私はお坂部に、彼に関連する文書を徹底調査させた。また人を動かしてあちこち歩かせ、彼がこの数年犯した罪を、一つ一つ証拠を集め、証拠を陛下に渡した。以前聞いたことがある。このフェンシェンは都内が行動向け。でも彼のことを実際に経験したことはない。それに彼は皇帝の義弟だから、それ以上深く追求しなかった。でも彼があなたとリーファの頭にまで手を出して。それは死にたいというようなものだ。死んでも足りない。彼を悪名高くして、永遠に立ち直れないようにしてやる。ありがとう、シー。イング、どうして私に礼なんて言うの？私こそ、あの日、ありがとうと言わなければ。あなたが私たちの娘を守ってくれたんだ。もしあの時、私がそこにいたとしても、多分、フェングシェンには会わなかったかもしれない。だから、私は一刻も早く足の病気を治す。そうすれば、これから何があっても、私があなたとリファの前に立って、二人を守ることができる。そんなに確信を持って言うなんて、もしかして、すでに根本的な嘘があるの？宮廷医によると、上谷の家主は、以前敵から逃れるために、10年間生を避けて出なかったが、今は敵も死んだ。彼も上谷に戻った。もし彼が手を貸してくれれば、私の足の病気は、かなりの確率で治る見込みがある。それはよかった。じゃあ、今から上谷に行くつもり？上谷は都から遠くなく、しかも谷間に位置している。治療するには、都よりも都合がいい。じゃあ、私も一緒に行く。わかった。リファ、あなたは、私とあなたのお父さんについて、上谷に一緒に行く？それとも都に残る？ご両親は新婚のようだから、私は行かない。二人で行ってきて。あらあら。わかった。じゃあ、家に残っていなさい。チュンランを残して、あなたを身近で守らせる。旦那様、お願いです。少しお金を恵んでください。旦那様。どけどけ、臭い小じきは向こうへ行け。あ、私なんか悪いなと。この声、なんだか耳に覚えがある。あなた。どうしたの？ H.E. シェンティンのお母さんを見かけた。あの様子だと、H.E. シェンティンの、あの愛人に追い出されて路頭に迷い、ごじきになっちゃったみたい。ああ、やっぱり悪人には悪人がふさわしい。イング、安心して。前に人をやって彼女を脅したから、もう二度と。あなたに迷惑をかけない。それに、この人は以前あなたにひどい仕打ちをした。今こんな風に落ちぶれたのは、自業自得だ。H.E. シェンティンがもし北境で、母親が孤児期になったと知ったら、気が狂いそうだろイング、今でもまだ彼のことを考えているんじゃないだろうね。う。ありえない。私にとって彼は、ただの他人よ。王にあさこ私が何気なく言っただけだよ。なら言うなよあいつは、王にやさこにすら。
値しない。よしじゃあこれからは君のことだけ話そうい？それでこそ。大尉。私のお腹の子は、一体どうなったの？早く言ってよ。申し上げます元踊り児この胎児は体調が不安定でございました。この間情緒が高ぶり刺激が大きすぎて、この子はおそらく、保てません。ありえないこの無能医者め。私のお腹の子は、大張の大使だ。未来の皇帝だどうして突然消えるなんて。老身どうすることもできません。このことは誰にも言ってはならないもし漏らせば。一言でも、命はないと思え。しかし陛下には、特に彼には知らせてはならない私のお腹の子は、必ず無事に生まれるそれに、男の子だ。A編。何しに来たの？ A編さっき夢を見た私たちが、10代の頃の姿であなたが私の手を引いて、ずっと愛してるといい白髪になるまで添い遂げると、今はもう無効なの？陳の記憶の中のエイチングは天真爛漫で、少し焦りはあったが決して人を粗末に扱ったり、権力を傘に着て人をいじめるようなことはしなかった。今の君に当時の面影は少しでもあるのか。A編。あなたと私の子供がもうすぐ生まれる。あなたはずっと私が王子を産むのを待ち望んでいた。でも丸巫女背も、この子を見に来てくれない。もう愛してないの？生まれたら貴妃に預けよう。君の気質では、子供を育てるのに向かない二度と、次のピングヤンを育て上げないように。はいすべて A 編の煽る通りに。A 編もう一度この子の声を聞いて。私を抱きしめて。お願い。最後の一度でも。あなた。A 編、あなたが夫婦の情を顧みないなら、私はあなたをあの世へ送るしかない。CE。どうしたの？さっき悪夢を見て、突然胸が苦しくなった。どうしたんだろ真意はあなたの足がほぼ完治したので、薬を止めたと言った。薬を止めたせいで体が慣れていないのかも。そうかもね。大丈夫。もう少し寝て。王子、王妃、大変です。事件が起こりました。リファ、どうして来たの？何があったの？父王、宮中で事件が、陛下が、崩御されました。何？A編はあんなに若いのに、どうして突然崩御されたの？私たちは上谷にいて、このことを聞いていません。王妃、消息は一時的に抑えられており、まだ広まっていません。太后様が宮中から心身を寧王府に使わされました。情報を伝えるためです。太后様は、皇帝様が崩御されたとき、皇后がその場にいて、視覚の仕業だと断言しました。
すぐに近衛軍に宮門を封鎖させ、誰にも、陛下の崩御の消息を漏らすことを許しませんでした。近衛軍、まさか近衛軍が皇后の手にあるの？そうだと思います。以前、フェング下に処女がいて、近衛軍の副統領に嫁いだと聞きました。おそらく彼です。皇后とその婿と共謀して、謀反を企てています。近衛軍副統領、こんなに敏感な地位にいる者が、外籍と縁組みするのは極めて不適切です。陛下は止めなかったのですか？エーヘンとフェングシンは、幼馴染の夫婦です。彼は決して、フェングキヨやフェング下に警戒心を持ちませんでした。今回フェング下が問題を起こしても、エーヘンは、彼らに情けをかけました。まさか、このフェングシンがそんなに冷酷に、エーヘンに毒手を下すとは。つまり、母校も彼女の手の中にあるの？ヌヒは皇后がネオ王府に報復するのを心配しています。だから消息を聞くとすぐにお姫様を連れて都を離れ、あなたと王子に知らせに来ました。どう思う？彼女は私の最も可愛がっていた弟を殺した。彼女とフェング下に命を償わせる。よし、それなら私もあなたに付き添って都に戻り、軍足を清め、朝子を正そう。王妃、私たちが城を出るとき、聞きました。皇后が男の子を産んだそうです。おそらく、彼女は皇帝を暗殺し、幼い王子を即位させて政権を握ろうとしている。でも、彼女のお腹の子は、まだ7ヶ月しか経っていないはずだ。もしかして、薬で早産させて、子供を産んだのか？それとも、これはそもそも彼女の子供ではないのか。前にエーヘンから聞いたことがある。フェングシンは妊娠経過が不安定だった。遺憾が何度も心を落ち着かせるよう注意していた。エーヘン、この子は。ああ、それなら納得がいく。彼女の子供は、とっくに亡くなっていた可能性が高い。ただずっと外には、妊娠しているふりをしていただけだ。今、皇帝を殺害し、宮外から、男の子を連れ戻し、陛下の着手だと公言した。正当に皇位を継承するためだ。正当に。そう簡単にはいかない。どういうこと？我が大張は建国以来、代々の皇帝に、暗影がついている。このフェングシンが、どんな手段でエーヘンを殺したのかは知らないが、暗影が救出の機会を逃したのは確かだ。しかし、皇帝が不慮の死を遂げたなら、暗影は必ずや伝国の玉璽を持ち去るだろう。つまり、伝国の玉璽は、フェングシンの手にはない可能性が高い。暗影に持ち去られたと？その通り。これは皇帝が突然崩御した場合に備えて、遺書を残す暇もなく、あるいは偽造されるのを防ぐため、特に設けられた仕組みだ。暗影は人数が少なく、数で戦えば金軍にはかなわない。しかし、皇帝が死ねば、彼らは命を懸けて玉璽を持ち出すだろう。殿下、宮中から使者が参りました。通せ。在陣騎士 MO、ネオ殿下に拝謁いたします。騎士 MO。覚えている。お前は以前エーヘンの学友だったな。その後、父親が、司法官として赴任したが、同行しなかったのか。殿下、秦は家族と共に都を離れず、代わりに、陛下の暗影、つまり陛下の影となりました。なるほど。騎士 MO、早く話してくれ。エーヘンは、本当に死んだのか？はい。陛下は皇后に暗殺されました。その時、彼女は陛下に近すぎて、死んだ暗影には、手を出す機会がありませんでした。その後、金軍が駆けつけたのです。混乱の中、秦は玉璽を持って皇宮から逃げ出した。ネオ殿下。伝国の玉璽はここにございます。秦、うやうやしく殿下に気球の際をお引き受けくださるようお願い申し上げます。君側を清め、朝子を振るい。何かあったんですか？何日も競技に出ていませんね。そうですね。どうしましょう。皇后陛下ご到着。皇后陛下にご挨拶。彼女がどうして座ったの？これはどういうことですか？皇后陛下。玉座は君主でなければ座れません。あなたは六宮の長ではありますが、この座に座る資格はありませんよ。そうですよ。そうですね。本宮が今日参上したのは、諸大臣に、一つの情報をお伝えするためです。数日前、宮中に刺客が現れ、皇帝を暗殺しました。
宮中の医師たちが数日間懸命に手当てをしましたが、それでも皇帝の命を救うことはできませんでした。昨日のことです。皇帝は崩御されました。あ、なんですって。どうしてそんなことに。そうですね、この宮中で。どうして刺客がいたのでしょうか。元宮と皇帝はとても仲が良かったのです。元宮はこの標法を聞き、悲しみに暮れました。もしかすると、天が憐れんでくださったのか、それとも殿下の御霊が私を守ってくださったのか。幼子を出産しました。私が抱いているこの子こそが、皇帝唯一の嫡子です。国は一日も君主を欠くことはできません。陛下が崩御され、嫡子が継承するのは、当然のことで、天の道理にかなっています。故に、元宮は今日、幼子を連れて長儀に参上し、即日即位させます。その後、元宮も多連調整を行い、陛下のためにこの万里の山河を守ります。老臣、新皇帝に拝謁します。皇帝陛下万歳万歳万々とし。新皇帝に拝謁します。あなたたちは、これは謀反です。皇后陛下は、どこにおられますか。母皇はこの教法を聞き、過度の悲しみで床に伏せておられます。しばらくの間、人にお会いになるのは難しいでしょう。では、陛下は遺書を残されましたか。暗殺事件は突然起こったのです。どうして、遺書を残す時間があったでしょうか。しかし、陛下は生前、元宮の子を大使に封じるとおっしゃっていました。元宮も、遺書に従うしかありません。ですから、諸大臣には、要帝を支えていただき、社職を休んでいただきたい。まあ、ことが突然起こりましたが。我が子は天命を受けたもの。彼以外に、あなたたちに選択の余地はありません。乱心族指名、天命を受けたなどとよく言えますね。どうして君が、誰がお前たちに武器を持って朝廷に入ることを許したのか。まさか謀反を企てているのか。天狗生、謀反を企てているのは君じゃないか。お前たち天狗家は悪事を重ね、陛下に責められた。君は恨みを抱き、夫婦の情も忘れて彼を殺した。その後、宮殿の外から男の赤ん坊を連れてきて、陛下の子であるかのように偽り、政権を握ろうとした。狼のような野心、万死に値する。なんと皇后が陛下を殺したのか。この子は、陛下の子ではないのか。そんな、どうしてそんなことが。でたらめだ。元宮は王子を身ごもっている。朝廷中が知っている。もしこの子が、皇室の血筋でないなら、元宮のお腹の子は、どこへ行ったというのか。お前のお腹の子は、とっくにいない。それなのに君はずっと、妊娠を装い、人々を惑わせていた。君の側近の女官が認めた。この子は、フェング家の傍流の子だ。ねえ王、あなた方は一人の女官を脅して、陛下の血筋を否定しようというのか。あまりにも焦りすぎだ。まさか要帝にとって代わり、自ら帝位に就こうとしているのではないか。皇后に尋ねるが、陛下の伝国の玉璽はどこにある。伝国の玉璽？もちろん宮中にある。私は陛下が、どこかの秘密の場所に隠したと信じている。これから、必ず見つけ出す。おそらく、軍政宮中をマスしたいかなかっただろう。諸君、伝国の玉璽はここにある。これは気球の際に、陛下の側近の隠密が持ち出したものだ。そして我が側にいるこの方は、陛下の幼少期の学友であり、密かに彼を守り続けてきた者、岸 MO だ。諸教、この目で見た。陛下は、フェング神の手にかかった。私は帝位が、関心の手に渡らぬよう全力で宮殿を脱出し、ネオ殿下にお会いした。フェング星、お前の罪は、数えきれない。今すぐ投降しろ。私に罪を認めさせようというか、夢だ。さあ、やざろう。全員捕らえ、即座に処刑せよ。近衛軍はどこだ。ああ。お前の義弟、近衛軍副総督は、すでに私が銃殺した。残りの者たちは、玉璽を見て天使とみなし、すでに全て基準した。諸君。先帝は法の弟やが、かつて法は、足に障害を患い、父帝は弟に帝位を譲った。しかし、両方が国を乱し、弟を殺すとは思わなかった。これこそ国の悲劇だ。本王は今、足の病も治り、国のために力を尽くす。天下万民のため、朝廷の安泰のために、この身が、
帝位を継ぎ、即位いたします。神帝即位を今日が申し上げます。陛下万歳、万歳、万々歳。表一族とその瞳を引きずり出し、両を鼠径に処せ。順命。母校、昨日、行政と小恩公は、すでに両を鼠径に処されました。かもやしを修正、急ぎ直しました。これで赤穂の仇も晴らせたことでしょ平陽の顔ももう見たくありません。表一族が赤穂を殺したと知りながら、得意げにしていたのです。全く人としての情けもありません。う。しかし、彼女は赤穂の血を含み、命だけは助け、庶民に落とし、3000里の地へ流罪としました。残りの人生を、寒さの厳しい地で悔い改めさせましょ赤穂の死を思うと、この胸が、苦しくてたまりません。食事も喉を通らないほどです。母校、どうかもう少し召し上がってください。そうすれば、皇帝もきっと安心なさるでしょえいよ。この間、高級の整理でご苦労だった。あなたももっと食べなさい。う。はい。う。どうかしたのか。風邪でもひいたのか。じいを呼べ。皇后の様子はどうだ。風邪なのか。陛下、おめでとうございます。娘は、ご懐妊でございます。確かなのか。娘の脈ははっきりとしています。確信がなければ、この老臣が軽々しく申し上げるはずがございません。それは何よりだ。愛花はてっきり。あなたに子は授からないと思っていた。まさか妊娠するとは。まさに天が我が大針をお守りくださる。何をぼんやりしている。この大きな喜びを。嬉しくないのか。嬉しい。嬉しすぎて呆然としてしまった。私たちに我が子が授かった。私は不妊だと思っていたのに、今は理科の他に、私たち自身の子ができる。陛下と皇后娘のお仲の良さは存じておりますが、側室をお迎えにならないのは娘がご懐妊なさらないから、国には一日も世継ぎがかけてはなりません。どうか国家のためをお考えください。新たに側室をお迎えになり、子孫を繁栄させてください。宗教、王言うな。陳は皇后に約束した。一生、彼女だけを愛し、妃をめとらないと。陛下、老臣は死をとして還元する。もし陛下がお聞き入れにならなければ、老臣はこの柱に頭をぶつけて死ぬまでだ。そう愛嬌、死ぬのはまだ早い。陳の話はまだ終わっていない。皇后はすでに陳の子を身ごもっており、大尉の診断では、双子の可能性が極めて高いという。おめでとうございます、陛下、皇后様。もう一踏ん張りです、娘。赤ちゃんの頭が見えています。もう一踏ん張りです、娘。頑張ってください。赤ちゃんが見えています。もうすぐです。早く、来ました。その調子で娘、力を入れて、早く。もうすぐです、娘。陛下、一晩中お休みになっていません。どうぞ一度お戻りになってお休みください。イングは一晩中苦しみ、大変な思いをした。陳のこのくらいの苦労など、彼女に比べれば何でもない。陳がどうして一人で休みに戻れようか。陳はここで彼女に寄り添う。生まれました。王子様です。聞こえたか。王子だ。陳に校長子が生まれた。おめでとうございます、陛下。陳に校長子が生まれた。もう一人生まれました。これもまた王子様です。双子です。陛下。陳に双子が生まれた。
おめでとうございます。陛下。陳に双子が生まれた。もう一体あります。お姫様です。皇后様。皇后様が三つ子をお産みになりました。めでたい、めでたい。皇后様が三つ子をお産みになりました。三つ子、なんと三つ子だったとは。イング、聞こえたか。三つ子だ。お前が陳に3人の子を産んでくれた。なんだか、このすべてが夢のようだ。かつては一子を得るのも難しかったのに、今は一度に3人も増えた。これは夢ではない。天が我々に授けてくれた贈り物だ。イング。ありがとう。これから先、しっかりとお前を守る。我々の子供たちを守り、万里のエヤマも、忍者書もしっかりと守り抜く。